もしもし皆様こんばんは、ライと申します。ということで、現在絶賛無料公開中 R15 ヤンデレ乙女ゲームサイコカーストのラジオ、サイカーラジオを今回も始めていきたいと思います。第2回です。よろしくお願いします。ということで、パーソナリティはですね、ヤンデレ沼に沈んで早数年、沼の底から皆様においでおいでしてます。不定形の何か兼生産者、ライガー最高高校の放送部からお送りします。といった感じで、まず見えてるけど、今回の予定はこんな感じで行っていくのですが、よいしょ。はい。先にですね、また改めまして感謝をお伝えさせていただきますと、はい、サイコカースト 2000DL 突破しました。いや、本当にありがとうございます。びっくりしました。まだ公開から1ヶ月も経ってないのにって思って。ね、本当にここまで来たらね、現実味がないというか、ね、とても嬉しいです。ありがとうございます。はい。ということでですね、はい。ということでですね、ちょっと、予定消して、はい、本ラジオですね、先ほど言いました通り、サイコカストのコラボラジオとなっておりますので、まず第一に注意といたしましては、こっから先というかね、このラジオ自体の内容的にゲームの内容、裏話バリバリに話していくんで、ネタバレ注意です。というか、ネタバレしかありませんので、ご注意くださいと。で、サイコカストはですね、ブースとノベルゲームコレクションさんと、今プリシーさんでも無料公開している、いわゆるフリーの乙女ゲームなんですけど、概要欄にね、そちらのリンク貼っておりますので、もし遊んだことがない方いらっしゃいましたら、Mac や Windows のパソコンでじっくり遊びたいって人はブース、スマホで少しずつ遊びたいなって方はノベルゲームコレクションさんで遊べます。はい、ということでね、第2回もやっていきましょうか。はい。ではですね、まず、ね、スケジュール最初に勝手に見えちゃってただけなんですけど、見せましたが、今回こんな感じでね、人気投票前回やったんで、今回はですね、こんな感じでご挨拶しまして、今みたいに、で、新作のご紹介っていうことでですね、もう、ね、知ってらっしゃる方もいるかとは思われますがですね、サイコカーストですね、はい、人気投票結果1位の、相馬俊。彼のアナザーエピソードを公開しましたっていうので、そちらの紹介やっていきます。はい、こんばんは。お待ちしておりました。はい、ありがとうございます。お待ちしてくださって。はい。今回もね、始めていきます。こんばんは。ありがとうございます。めっちゃ知ってる。ありがとう。はい。ということで、そんな感じで新作のご紹介やりまして、で、ゲーム制作の裏話を今回もやっていきまして、で、ヤンデレ愛好会のミニ版ですがね、普段というかね、たまに私ヤンデレ愛好会って言って生配信やってるんですけど、それのちょっと短いバージョンやっていこうと思います。アナザー。で、そうなんですよ。今ちょうど、よいしょ。表示しよっか。これかなあ、これだわ。これですね。こちら出しておりまして、アナザーエピソード01相馬俊ということでね。簡単にやっちゃうと、このサイコカストってゲームの追加エンドですね。追加エピソードで言うか、追加エンドです。出ました。今日。いや、トゥデイです。でね、そちらの紹介しますよって感じ。で、5つ目、ヤンデラを作るってことで、前回みたいな感じでですね、ミニゲームやりまして、6番目にお便りのコーナーやりまして、で、最後に、白って感じですね。ゲームプレイしました。ありがとうございます。ゲームプレイしたってことは、これ本編かこのアナザーの方か。アナザーしたんだったら早いね。ね、早速ありがとうございます。はい。こんな感じで進めていきます。っていうことですね。気になるよね、新作。はい。もう遊んでくださった方もいるかと思われますが、ご紹介改めてしていきましょうって感じで。
移っていきましょうか。はい。では。はい、ということで、移ってまいりました。ゲームやりたかったけどできないんだ、俺は。あらあらあら、環境的な問題なのか何なのか。とかできなかったのか。残念。ね、スマホで環境的な問題、ブース、パソコンがあればブースで、ダウンロードできますし、のべこれさんだったら、モバイル、スマホも対応しているはずかな。できない機種があるかどうかをね、私、ちゃんと把握できてるわけではございませんが、もし機種的な問題でダメだったりしたら、もしよければ試してみてくださいと。ね、のべこれさんだったらいけるかも。はい、といった感じでですね、こちらの、新作のご紹介していきましょうか。はい、ということで今出てますが、ね、サイコカースト、アナザーエピソード01ソーマシュンということで、はい、こちらのね、やつを、本日ね、公開して、ほんとタイムリーな話なんですけど、バレンタインっていうのにあやかって今日出しましたって感じです。で、こちらね、アナザーエピソードということで、ネタバレいいよって言ったからもういいかな、言っちゃってね。ネタバレ、本編のネタバレ、サイコカースト本編ネタバレ踏みたくない人は、ここら辺で言っちゃった方がいいと思います。はい、ここからネタバレ話していきます。ちょうどアナザーで脳を焼かれてきたところです。心臓は無事ぶんどられ、今、戦争圏にいます。あ、すっごい飛び上がったね。はい。じゃあ無事ね、空まで吹っ飛ばされたということで。ね、早いね。プレイするのありがとうございます。早速ね。この段階からもうなんだよこれって感じですが。ね、こんな感じでですね。あらすじ。ローマ春美術準備室で出会った未成年にあなたは惹かれていた。しかし彼に迫られた時、クラスのいじめなどにより精神的に参っていたあなたはつい、彼を拒絶して逃げ出してしまった。そうして大学生になったあなたのスマホに一つの通知が来る。ローマ春、そこには見覚えのある名前が書かれていた。はい、ということでこんな感じのあらすぎなんですけど、さすがにね、今日が公開なんで、ここでアナザーのネタバレはしないでおこうかな。でですけど、簡単に言うならば、ソーマシュンの本編のバッドエンドあるじゃないですが、ね、根腐れの植物人間ってなかなかのタイトルついてるんですけど、ね、エンド3のね。あれでもし、ね、ヒロインちゃんが、被害に遭わなかったらというかね、花瓶が直撃しなかったら、のルートになっています。な感じなんで、イフエンドと言いますか、そんな感じの内容ですね。30分くらいで遊べる内容なんで、もしよかったらぜひ遊んでみてください。ね、なんかちょっと気になるようなセリフ書いてあるね。ねえ、素直にいっぱい。僕の壊れちゃった愛を受け止めて。っていったことを言われます。なのでね、これは、ね、相馬ちゃん、1位記念おめでとう。ということでね、もう人気投票1位おめでとうっていう感じで、ね、一番最初に出た彼でしたと。大根家はもう今更かもしれないけどね、サイコカーストはネタバレが膨れますっていうのと、本作のみでも楽しめなくはない内容ですがね、前作のネタバレ含むんで、ここに来てる人は大丈夫だと思うけど、前作遊んでから来た方がいいよって感じ。でも前作に引き続き、エロティックかつグロテスクな描写があったりとか、登場人物の過激な発言行動があったりだとか、あと恋愛観倫理観の歪んだ残酷な展開が含まれますって感じですかね。急に刺してくるんですから、ありがとうございます。刺されちゃったいや、読み上げただけなんですけどね。セリフね。でですね、こちらに関しましてはね、私、
つい先ほどというかね、18時に出したんですけど、朗読のした動画出しました。気づいた方いたかもしれませんがね、プレミア公開で実は出してて、ぴったりというか、まあ、本日中に出せるのは私だけだろうって思いながら。っていうので、まあ、私、実況動画と言えばいいのか、朗読動画と言えばいいのかを出してますので、ね。まあ、もしそちらで楽しんでくださる方、そちらを見に行っても楽しいかも。と思います。ね、こちらの、よいしょ、こう。ね、これ、ルートが一つだけで一本道なんですよね。の内容なので生配信でやるのもなっていうか、ね、サイコーラジオあるからなって思って動画として出しましたって感じです。バレンタイン出したかったんだよね、せっかくだから。まあ、といった感じのね、追加エピソードが出てますのでね、まだ遊んでない方は遊んでみてください。っていうご宣伝でした。でですね、まあ、そうだな、プラスで言うとしたら、これ、まあ、配信最後ら辺に行ってもいいかなとか思ってたんですけど、ですね、まあ、こちらも、本編のブース版と同じく、ご支援のやつを追加しておりまして、ちょっと出そうかな。ちょっとこれを、ペット割って、あ、なんかでっかいの出てきた。めっちゃでかく出てきた。ごめんなさい。よいしょ。ちょっと待ってねー。背景に出てきちゃった。大きくなっちゃうね。オッケーオッケー、わかった。で、ちっちゃくして、このぐらいかな。はい、出ました。ということでね、まあ、本編と同じくスマホ壁紙受けエンドカードと、これに関しては後日談の短編小説ありますので、ご支援よろしくお願いしますって感じの、宣伝にはなっちゃうんですけど、まあ、珍しくと言いますか、1万字書いた。でね、まあ、もし気になった方はこちらも手に取ってみてください。ブース版だけなんですけど。で、まあね、ご支援ってことでね、主にボイスつけたいなーっていう、フルボイスにしたいなーっていうののための資金を求めておりまして、いただいたお金は、まあ、ボイス実装など今後のゲーム展開の資金足しにさせていただきますっていうので、まあ、そういったお金を求めておりますと、いった感じのお礼品として出してますって感じですかね。でも、これに関しては、後日談読んだ方いるのかな。まあさすがにね、ネタバレとかは言わないんですけど、ちょっと本当に珍しく1万字書いたよねと思ってます、私は。最近はね、こういった、まあゲームのシナリオ書いたりとかね、あとはまあ普段 TRPG とかやってるからそっちのシナリオ書いたりとかしてるんですけど、こういった感じでまあ小説、まあ短編なんですけど書いたのは久々でしたね。まあ、なかなかな内容ですよ。はい。それだけは確かです。まあ、私の書く文ということでね。まあ、含まれる内容が、ちょっと、まあ、まずは R15 プラスです。っていうので、要素としては、事故です。はい。で、まあ、出来合い展開あります。バックハグがあります。プロポーズがあります。終わりは、まあ、終わり方はハッピー寄りなんじゃないかな。メリーバッドエンドと言えなくてもないけどって感じの内容になってます。っていったご宣伝ですね。でね、もし気になった方は読んでみてください。R15 のプラスの、そういった感じの結構センシティブな内容を読む覚悟のある方はって感じですかね。はい。まあ言っちゃえばなかなかエッチです。はい。は
いった感じかな。新作のご宣伝は。これ以上ね、言っちゃうと私、これのネタバレ言いそうなんだ。っていうので、まあ、この程度にしておきます。でですね、今回はネタバレ言わないんですけど、次回、サイカーラジオするときから、これについてもですね、次の裏話のところの選択肢として一つ追加しようかと思っております。あ、読んでくださった方いる。課金して読ませていただきました。もうあれはずるいですよね。流されちゃうよな。まあ、いっかってなる不思議。ね、ずるいよね。ほんとずるいよね。そう思うしよね。あれずるいのよ。ねえ。なんか知らないけどね、ソンマシュンって、話してると、まあいいかになっちゃうんだよね。わかる？あれをね、半分自覚あり、半分無自覚でやってくるところがね、ずるいよな。ちょっと話ずれちゃったんですけど、まあ次回からね、これについても、なり裏話の選択肢というかね、ダイスで決めるから運なんですけど、の最後に追加しようかと思ってます。まあこちらはまあ別にね、逃げはしないんで。これ逃げはしないでね、空いてる時にでも遊んでみてくださいって感じです。では、ね、ちょっと長くなっちゃったね。次行こっか。はい、ということで、ゲーム制作の裏話のお時間でございます。といった感じですね。まあ、今回は本編についてですね。またダイスで決めていこっか。ちょっと待ってね、準備します。ダイス。よいしょ。ではですね、前回がね、よいしょ。修学旅行の3日目だね。やったね。ね、今日はどの裏話になるのか楽しみ。ね、どれになるんでしょうね。ダイスだからね。なんで、ちょっと前回の、チャプター8の3日目は消しておいて、ダイス振っていこっか。よっ。ということで、24かないきまーす。振りまーす。17ってことで、ちょっと見つけます。17はどれだろう？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。チャプター10、フォーマーション。はい。わ、すごいね。今日はそうまでかな。しかもそのシーンか。マジか。これあれですよ。ターニングポイントのとこです。ターニングポイント、だね。わあ。ここか。まあ、語れることはいっぱいあるよ。はい。じゃあ、行きましょうか。笑っちゃった。ということで、はい、ここからですね、ちょっと音消して、またっちゃうんでね。はい。よいしょ。ごめんなさい。開いちゃった。相馬くん無双してらっしゃる。ねえ。今日は相馬の日かな。まあ、タイムリーな。ね。行きましょうか。はい。ということで、はい、チャプター10相馬キスの味という、問題のチャプターですね。ここか。ということで、はい、まあ、ね、ここに来てくださってる方は、まあ知ってる、前提かと思いられますが、まあ一応、まあどんなチャプターかというと、
まあね、この時点でヒロインちゃんが結構ね、いじめとかにあっておりまして、で、その中で、まあ、相馬くんのね、いる美術準備室にいるのが、まあ、安全地帯というかね、心休まる場所になってる状況なわけですよ。でね、今日しかもお泊まりするという、相馬くんの家へのお泊まりでモデルしようっていう話になってて、まあ楽しみにしてたと。いった感じの状況ですかね。ね、クラスの女子たちの私に対してのいじめで、本当にかわいそう。ね、これね、きついよね。まあ、陰湿なものも増えてきましたよっていう。りょうちゃんめちゃくちゃチャプターですからね、ひたすらヒロインちゃんがかわいそうすぎる。ね。ここでね、赤座くんにバレて嫌われちゃえばいいのに。っていうのでね、まあそんな醜いことを考えた私に気がついて涙が溢れそうになってキュッと涙腺を引き締める。っていう感じなんですけどね。まあヒロインちゃんもね、結構、なんて言えばいいのかな。完璧主義ってほどではないけど、ただいい人でいたいっていうのがあるんですね。ヒロインちゃんも。だからまあ、そういうのを言って同類になりたくないと言ったら、って感じなんですけど、まあ、同じになりたくない、同じとこまで落ちたくないって思ってて、すごい、気丈に振る舞おうと頑張ってるというか、ね。ね、そういうことをね、恨み事とかを吐かないようにとか、めっちゃ頑張ってるけど、ちょっと気持ち的にきついねっていう感じの状況ですね。それでもなんとか学校に来られているのは、この放課後の相馬くんとの時間が楽しみだったからだ。けどね、まあ相馬くんとの時間がね、心の拠り所になっていて。美術準備室の前に着くと、扉の向こうから言い争うような声が聞こえてきた。問題のね。相馬くんと、女の子の声。でもまあ、急なね。これまで相馬くん、そういった感じのね、他の人と話すシーン一切なかったのに、ここでいきなりね、誰だよその女って、誰よその女っていうのが出てくるという、じゃないなるって。ね、ここで赤座くんにバレて嫌われちゃえばいいのにって思ったのに、そう考えるのが嫌ってなれた子、本当にいい子すぎる。そうなんですよね。うん。まあ、自分は、本当に同じになりたくないってのが強いのかな。まあ、人を呪わば穴二つ的な。誰よ、その何件。ね。ちなみに、ちょっと書いてたかな、これ何を言ってるか。なんですけど、せっかくこの場所なんだから、教えとくか。この場所何を言ってるかどっかに書いてたな、確か。ちょいとお待ちよ。ここのね、聞こえない会話ね。相馬、どこに置いてたっけ？ここら辺だったっけ？どっかに書いてた。めっちゃ探してまーす。どこら辺かなー。あった。見っけた。見っけました。例の会話の内容が明かされるだと。明かされます。明かします。せっかくなんで。ですね、ここ何を言ってるかというと、そうやってずかずか踏み込まれるの、すげえ迷惑。
私はしゅんくんが心配だからわざわざ。ってことを言ってました。っていうのがここにありました。ここの点々点で聞こえなかった分はそんなことが書いてましたよ、と。書いてたから言ってましたよ、って。実はそうでした。ね。だからもうバリバリ喧嘩なんだよね、これ。そうやってずかずか踏み込まれるのすげえ迷惑。私はしゅんくんが心配だからわざわざ。で、まあ、めっちゃ言い争いしてたんですね、ここ。そしてそこをね、嫌な感じで消えちゃうヒロインちゃんね。この喧嘩っていうのも聞こえない感じに聞いちゃうっていう運の悪いというか。本当にタイミングの悪いことになっちゃって。でね、ここら辺でね、嫌な感情が湧き上がってきたりとかね、嫉妬ですね。ね、勝手に相馬くんが話す女子は私だけだと思っていた。もうね、これまで彼にそんな、誰かと話してるところも見たことないし、まあ、なんとなくね、女の子にモテてたのかなというか、まあ、女慣れしてるなって雰囲気はありつつも、これまで一回もなかったもんね。もうクラスにも行ってないと言ってたしね。そりゃ思っちゃうよ。一番親しいのはね、私なんじゃないかって。っていうのでね、こんなに綺麗な相馬くんを他の子が放っておくわけないのに。放っておいてくれなかったんですね。まあ、相馬くんは、まあ、状況的に、まあ、ね、楓さんの件もあって、まあ、腫れ物扱いはされてるんですけど、ただ一部の肉食系というかね、まあ、過去に関係を持った子だったりとかは、まあ、結構彼に付きまとったりしてるんじゃないかな。まあ、大抵はシュンが塩対応すぎて、ね、途中で離れていくと思うんですけど。毒舌でかなりきついこと言うからね。まあそういうこと関わりたくないからっていうのもあるんだろうねって思います。美術準備室にいるの。ね、会話内容を扉越しで聞こえませんと。開いてる。扉開いてる。ね、本当についてないね、かわいそうに。ね、泣きそうになりながらも足がこの場から動かない。まあね、この状態で帰っちゃってもね、もっときついよね。もやもやが。残っちゃってね。今からなら中を覗ける。まあ、喧嘩というか一方的というかまあしてましたね。っていうことで、覗けちゃいますね。ね、ここ皆さんうさいドキドキしたんじゃないですか、さすがに。これね。これね。問題のシーンね。これね。実家。これね。最後まで悩んだ。最後までこんな感じでね。スチールつけるか、スチールと言っていいのかよくわかんないけど、これもはや。悩んだ。ね、さすがにそれはちょっと、ね、ダメージを残しすぎるんじゃないかとか思って。ただ、そこは感情移入と思って、きついだろうけど、ここはちゃんと、ドキドキというかね、心臓キュッてなってもらわなきゃなという思って、用意しました。
喧嘩だよ、ヒロインちゃん。めっちゃ相馬くん嫌がってるから。わかんないんだよな。聞こえてないから。ね、これでね。最悪のシーン見ちゃうんですよね。あの女の子の影が相馬くんに重なる。最悪。っていうのでね、まあ、ちょっと、このシーンのお話に、というか、この画面のお話になっちゃうんですけど、これはね、やりたかったよね。覗くはやりたかった。こんな感じでさ、影があって、中からの様子を覗くみたいなのはやりたかった。ねえ、これめっちゃドキドキするというか、キュッてなりますよね。やだやだやだって。見たくないのに体が言うことを聞かない。ね、肉食系女子ですね。ね。この選択肢も悩んだ人いっぱいいるだろうな。もっと見ちゃうか、立ち去るか。シルがあるおかげでより一層心がえぐられましたね。ちゃんと見てしまった感というか、見られたくなかったって感情が無事強くなってくれました、ほんと。よかった。ただもうここに関してはね、ほんと誰かのトラウマになりそうだなって思いながら、でもここはあんまり妥協したくないというか、ね、これで、まあ、スチールなしでして、っていうのも、まあ、できるっちゃできるけど、ってすごい悩んだな。相馬くんだけの、まあ、立ち絵だけみたいな感じのできなくはないけど、ただ、まあ、ここは、やっちまおうぜっていうやっちまおうぜ。あと、こういう画面が作りたかった。っていうので、まあ、ここはちゃんとやりました。ただ、これをスチル扱いするのはすごく申し訳なかったんで、ね相馬くんだけね、めっちゃスチル多かったと思うんですよ。ですけど、もう、まあ、これはスチルとしてカウントしないでおこうっていうのでね、他のスチルがありますって感じですね。だから、相馬くんのスチルだけめっちゃ多いよって感じです。どうしよう。見ちゃおっか。見ちゃいましょうか。ね。これね。やってるわ。目が離せない。もう、見てたらこの顔見れるんですけどね。まあ、なかなかなこと言うな、そうまあ。気色悪い、離れろ、出てけ、知女。なかなかなこと言いますね。ちなみに、この瞬間の相馬くんの心境は、気持ち悪いからマジで離れろですね。言ってることとまんまそのまんまなんですけど。でもね、これ後のシーンでね、まあ試す、てか確認したいことがあって、みたいなことを言ってたんですけど、まあね、ヒロインちゃんへの、まあ行為というかね、まあそういったものと、まあこうやって、まあ同じくというかね、まあ自分に好意を向けてくる相手と、まあ何が違うのかっていうのを最終確認をしようとしてたという。まあだからって見られてるのに気づいたのにやるなよって話ではありますかで、まあね、一回確認したから、あ、やっぱ無理、気持ち悪いってなってるって感じです。ゆなちゃんびっくりだよえ女の子切れます。ねここの彼女宣言、彼女発言は、まあ、夜がうんぬん。体の関係うんぬんです。で、まあ、この女の子の方も、まあ、かわいそうじゃかわいそうなんですけどね
なこと言われてね。もう最低、確かに最低。ただ、まあ、この子はまあ、本当に、この女の子は、相馬俊の外面というかね、しか見てないんですね。ね、俊くんがそんなこと言う人だとは思わなかったって。相馬俊と接してたら普通にこういうこと言いそうだもんね。で、まあ、相馬くん切れます。相馬くんね、こういうとこからね、見える通り、結構手が出やすい。手が出やすいというかね、頭に血が上ってる時に物に当たりやすいというか。学校の備品は普通に壊しちゃダメです。多分この後理事長にはちゃんと怒られてます。ひろいちゃん感情ぐっちゃぐちゃだよ、こんなの見せられて。ともくんね、悪いやつだよ、もうほんと。ね。何が、ほんとそう。何がやっぱゆうひちゃんなの。ね、あの後にこんな感じに当たり前のように反応できるメンタリティ。ガチの拒絶すぎてポカンとしちゃったのが記憶に新しいです。処理落ちしちゃったか。ね、処理落ちもするわ。ね、相馬くんね。相馬くんからしたら、お口直し。というか、本当に好きな子が来てくれて嬉しいって感じ。やっぱり僕が好きなのは、ヒロインちゃんなんだって感じ。ね、部屋の中に引きずり込んでいきますよ、と。ここ怖いよね。当たり前のように、扉閉めて鍵かけてるからね。ね、しっかり密室にしているというね。これですよ。ね、正面から抱きしめました。相馬くんの心境的には、もう本当最悪だけど、まあさっきの子ですごく気分悪くなったから、ヒロインちゃんで、まあ、上書きしようとしているっていう。ね。まあ、ヒロインちゃんサイトからしたら、わかるはずもない感情で動いてるというかね、相馬くんの服に染みついたお香のホラー前代わりに包まれる。ね、相馬くんは匂いフェチですからね。てかね、相馬くんはね、基本的に、まあ設定資料のところに、まあ HSP で、まあ書いてた。てかね、そんな感じのがあるんですけど、よいしょ。HSP っていうのがね、正式名称、ハイリーセンシティブパーソン。って言うんだけど、まあ人間、
の何パーセントだったっけな。まあ、結構の人が持つ特性といった感じで、ですね、まあ五感というかね、光とか音とか、まあそういったものが、ね、過敏に感じられたりとか、まああと、深く考え込むような気質ですって感じのだったりとか、ね、まあそういった感じの、まあ特性みたいな感じなんですけど、あとはね、濡れたりチクチクしたりとかが嫌だとかね。まあ繊細な人って感じなんですけど、まあ彼それで、まあその関係上、まあ、結構ね、五感が鋭いというかね。光にも、匂いにも、感覚にも結構鋭いんですよ。ちなみに、ここだけの話、私、ライも、この気質持ってますっていうのでここら辺は、すごい、自分の経験とかもね、思い出しながら、気になるよね、とか思いながらね、まあ、彼だったらそうするかな、みたいな感じで動いてもらってたんですけど。っていうのですごい気にします。相馬くん、好きな子来た上書きしよう。なのにヒロインちゃんは、情緒めちゃくちゃ誰よその女。案件なの、ほんと。お前。頭抱えちゃったか。ね。相馬くん、私はあんまり擁護しないよ。彼結構自分勝手な面目立ちます。まあね、彼視点から立ってみると、わからなくはない、わかんないな。ねえ。ね、相手の気持ち察するのがね、上手なのに、こういった時は全然させてあげられないからね。まあでもこの状態はね、ほんと彼も、自分のことで精一杯と言いますか、まあ、はいになっちゃってたね。普段だったら、ちょっとは気づけてたと思うけど、ちょっと、この状態の時は、ね、結構テンションが、ね、彼の中ではハイになってる部類なんで、気づけなかったね、ヒロインちゃんの気持ちにね。通常の落ち着いてる状態だったら、まだ、ヒロインちゃんがね、嫌な気持ちになってるとかさせたと思う。この時はヒロインちゃん大好き、好き大好きだから、全然気づいてくれなかったです。まあね、いろいろ話が飛んじゃいましたが、サバくんは匂いフェチだし、抱きつくの大好きとかね、まあそういった感じで、まあ触れ合うのスキンシップ大好きだし、でね、まあかなりボディタッチとか多かったりとか、距離近いね。本当にね、ゼロ距離だね。愛おしく思ってるんだよ。愛おしく思ってるんだよ。本当に。ちょっと自分勝手なところが目立つだけで。でも、ヒロインちゃん視点だからだったら、信じられないよね。てか、もしそうだとしてもちょっと嫌だよねって。だったらさっきの何があるから。ね、さっきの女と全然違うんだけどって。注意注意注意。近い。ちけもうここら辺は、ドキドキしながら作ってました。ね。このスチル書いたときは、めっちゃいいの書けたって思ったんだけど、その後、こうやってね、動くじゃん。作ってる最中はずっと顔を置いたくなりながら作ってました。近い。
でも目めっちゃ綺麗に描けちゃった。ね、彼の青く深い海の夜の海のような。ね、お目目めっちゃ綺麗に描けちゃった。本当にさっきの何は土星色すぎる。ヒロインちゃん視点からしたらずっとそうだよ。じゃあさっきの女何だよ。ね、キスされる。ね、この時、これ作ってる時は本当にこのメニューバーってかメッセージバーがあってよかったって思った。メッセージバーがある分、ちょっとマシだった。あ、メッセージバーに救われてる気がする。これなかったら耐えきれなかったって。ね、さっき女の子に触れていた手で。ひどい話ですよ。今度こそ止まることなくあと10センチ。重要な選択肢なんですよね。ね、受け入れるか拒否るか。どっちにしろなんですけどね。もうせっかくなんでどっちがいいですか？ね、まあね、皆様知ってることは思われますが、まあ受け入れたらまあチュッチュされ、拒否されても手をチュッチュされという、まあどちらにしろなかなかなんですけど。ねえ。このゲームの注意喚起に、まあエロティックかつグロテスクな描写ってあったじゃないですか。エロティックって部分はほぼほぼ相馬のせいですね。相馬旬のせいですね。彼のせいだよ。注意喚起が増えたのは。いずれにせよ解ける未来しか見えない。ねえ。もう別にこれエンドに関わる選択肢じゃないから、どうしようかな。じゃあもうダイスで決めちゃおっか。じゃあ、ちょっとダイスのやつあるんですけど、奇数だと上、偶数だと下でいきます。運命のダイス、ほっ。3、奇数。なんかこのダイス、よく奇数引くな、私。じゃあ、受け入れますか。はい。どっちにしろですが、こっちの方がやばいですね。わあ。これメリバのフラグですね。ダメだよ、受け入れちゃったら調子乗るよ、相馬俊が。ここからリップオン注意です。ご存知かとは思いますが。ね、なんでどうしてこんなの都合のいい女だ。って思っちゃったけど、嬉しくなっちゃったんだよね。好きな人だからね。ダイスくん。ああ。選んじゃいましたね。やばい方。チュッチュ言いますよ。ね、キスシーンですね。しかも深い方やってきますね。もちろんヒロインちゃんがウブの知ってるだろう。なんで序盤からそんなのから始まるんだよ。彼が今テンションがハイだからですね。近い。ゼロ距離。ね、ここ、どんだけ近づけるか悩みながら作ってましたな。そりゃ動けなくもなるよ。しかも、すかさず舌入れてくるし、こいつ。ね呼吸ごと口の中を我が物顔で食べ始めたと。リアル鼻で息して
上手。初めてにちょっと刺激が強すぎるよ。上手じゃねえんだわ。飲んじゃった。で、好きには抗えなかったんだね、しょっぱなから。ぶっ込むな、この子は。嫌なのよ。あ、そもそもぶっ込んできちゃったのね。そこで限界だったと。いちいち仕草が色っぽい相馬俊という男。まあ、相馬俊的には、この段階だと、まあ、ヒロインちゃんが真っ赤な顔してるし、結構満足してる。自分だけ。綺麗になったじゃないのよ。ねえ、せっかくだからこれ生配信でやってないからやるか。はい。ようやく綺麗になった。後ろに何置いたのかわからないよ。ね。けれど、相馬くんは厚くとろけた微笑みを浮かべていて、向けられた視線に私の方が溶けてしまいそうだった。綺麗になったって。初めて見る相馬くんの表情に、少し怖くなって後ずされば、背中がドアに当たる。あ、追い込まれちゃった。逃げたくて、後ろ手にドアを隠そうとするが、鍵がかかっているようでつっかえた。さっき閉めてましたからね、相馬俊がね。こっちゃってね。近いよ。そんな私を追い隠すように影が落ちる。壁ドーンってやつですね。見上げれば、相馬くんはどうしようもないものを眺めるような、愛おしくてたまらない、みたいな、そんな表情で私を見つめていた。その顔に、先ほどのキスの感触を思い出して、周知に顔が歪む。顔真っ赤。初めてだよね。ね。もしかして、経験ある？怖いよ。相馬くんの暗い目に体が固まる。なんとか首を横にフルフルと振れば、彼は一変して、ニコーっと胸焼けしそうなほどに甘い表情に戻った。ジェットコースターだよ、感情が。よかった。だよね。僕には口好き勝手にされて、何もできなかったもんね。かわいい。かわいいじゃないのよ。僕と初めてのキス、どうだった？気持ちよかった？そう手を頬に添えられて、親指で私の湿った唇をスリスリともてあそぶようにいじられて、ようやく声が出せるようになった。なんでって、したくなったから？あんたが泣きそうなたまんない顔してたから、思わずって感じ。それに、あんたも拒否んないし。拒否する時間なんて、なかったのに、そう言おうとして、相馬くんがクスクスと笑っているのに気がついた。そうだね。ああ、もう、ウブで可愛いな。ウブで可愛い子にそんなことするなよ。
僕が無理やりしたってことにしていいよ。でもキスとか、割とうまいと思うんだよね。うまいって経験が。そこで、先ほどこの部屋から駆け出してきた女の子のことを思い出して、バクンバクンとうるさかった心臓が、一気に冷えた気がした。どっちも感情がジェットコースターなんだよな。ねえ、もう一回していい？また彼の顔が落ちてきて。でも、嬉しいだなんて。今度も、私は拒絶することができなかった。好き勝手にされちゃったね。ね。サイカーのセンシティブ担当、間違いなく相馬俊ですね。怖いよ、可愛いじゃないのよ。やっぱ怖すぎる。ちゃんと相馬くん怖いからね。でね。はあ、もう、抑えらんない。もう少しじらして、もっといいタイミングで言いたかったんだけど、無理だわ。僕にはあんたがいないとダメみたい。ああ、好き。好きだよ。好き、好き。大好き。言いたいから言ってるだけなんだよな、本当にね。ね、あえて、主人公のね、ゆうひちゃんって設定してるけど、その名前読まないようにしてるけど。ね、これ彼が言いたいだけです、本当に。彼はひどく崩れた笑顔を浮かべた。付き合おう。ずっと、僕だけのものになって。最悪の告白だよ。ね。サイコカーストね、作る前に、まあ、たびたび私ね、どっちの告白も最低すぎるっていう投稿をしてたんですけどね。最悪だよね。どっちもね。まあ、相馬くんは、まあ、このような感じにね、他のことをいろいろしてた後に、こんな感じに、無理やりチュッチュしてこんな感じはめちゃくちゃな長期代でね、告白してきて。赤座は、まあね、追い込んだ末にズブルレの中嘘でもうそっちもね、ひらりちゃんの心がめちゃくちゃな時に告白してきてどっちも告白が最低すぎるってということで、チャプター10としてはここまでかなね、シーン的にね、ここから先エンドに入っちゃうから。ね、ここら辺作ってる時は本当に笑いしかなかったね。もはや笑うしかないって思いながら作ってました。あとずっと怖って言ってた。プレビューの時に。あ、こいつ怖って。怖っ。何こいつって。まあでもね、これプレイした方がね、どんな反応するかなって、ニヤニヤしながら作ってたよ。といった感じですかね、裏話としては。ねえ、他なんかこのシーンについて聞きたいことあったら答えますがって感じだけど、何かあるかな？ここから先はエンドなんだよね。まあそうだな。まあ相馬俊のエンドってね、ここがまあ最終選択肢ということで、まあ入ったら、まあハッピーかメリバ
まあ、フラグの、まあさっきみたいなね、ちょっと暗めのハートが出た時だったりとか。で、まあ、メリバのフラグが立ってたらメリバに行くし、特になければハッピーに行くし、で、まあ嫌だ言ったらバットだよね。あと今回のね、新しく出たアナザーも、この嫌だの先の選択肢っていう感じの。てかね、嫌だの先にある展開って感じの内容なんですけど。メリバの時に話してもいいけど、まあ一応ここでも話そっか。ね、このね、はい行った時にメリバとハッピー分かれるじゃないですか。あれでね、光楽のとこにはメリバの時に、まあ、相馬俊が調子に乗った時に迎えるエンドですって書いてたんですけど、ね、これでね、メリバに行く時のフラグの立つ選択肢が、まあね、相馬くんにとってはね、言ってほしい言葉なんですね。彼が言ってほしかった言葉なんですよ。求めてた言葉だから、彼が欲しいって思った言葉をそのまま与えちゃったって感じなんですね。でですね、まあ、ハッピーだと、まあ、相馬くんが途中で、なんで震えてるのってなるわけじゃないですか。ね、ヒロインちゃんが、ね、ふるふる震えてるのをね、なんでってなってる。だけど、メリバだと一切気づかずに、そのまま、ね、抱きしめてくるじゃないですか。まあそこね、彼の心境的なものが関わってると言いますか。というのも、まあ、選択肢を、そのメリバの行くための選択肢を選んだ時のことを思い返していただくと、まあ、相馬くん割とね、メリバに行く方だと、相馬くんとかヒロインちゃんかな、ヒロインちゃんメリバに行く方の選択肢を選んだ時って結構ね、相馬くんのこと肯定してるんですね。で、逆に、メリバに行かない方の選択肢選んだ時、まあ結構ね、相馬くんがね、驚いてたりとか、あとはヒロインちゃんが、そうじゃないよみたいな感じの、ことを言ってるシーンが多かったはずなんですよ。例えばチャプター9の、まあ満足できる絵が描けるといいねと未完成じゃダメなのっていう選択肢があったと思うんですけど、で、未完成じゃダメなのって言ってたら、まあ相馬くん結構驚いてたし、まあその場合のヒロインちゃんって、ね、結構相馬くんの、まあ理想が高いと思うっていうね、しっかりね、ズバッと言ってたんですね。っていうのがね、思い返していただければあったと思うんですけど、このメリバに行く選択肢だと、ヒロインちゃんが本当に流されまくってるっていうかね、相馬くんの都合のいいように動いちゃってるんですね、割と。っていうので、相馬くんは、受け入れてもらえるって、自信を持っちゃうというか、ね。ヒロインちゃんだったら何をしても受け入れてくれるって思っちゃうというか、それで調子に乗りますって感じです。ごめんね、しっかりまとまって話せなくてね、伝わってたらいいんだけど。まあ、相馬くんがね、彼女だったら何でも受け入れてくれちゃうよって思って、何でもするのがベリバです。なので、ヒロインちゃんを気遣うってとこをすっ飛ばしちゃう。まあ、彼女だったら受け入れてくれるでしょって思っちゃうって感じかな。
ひどい話ですよ、本当にね。その先がメリバですからね。だから、ハッピーな状態だと、まだちょっと不安があるんだな、相馬くんにもね。本当にヒロインちゃんは受け入れてくれるか。そのぐらいでちょうどいいんです、彼にとっては。あかん方の自信つけてしまったんだ、メリバは。そうなんですね。ちょっと慢心しちゃったというかね。で、ヒロインちゃんも流されちゃうからさ。自己肯定感が下がりまくって、相馬くんにもはや依存してしまったというかね。メリバだと依存してしまってるから、結局そのままずっと、彼の言うことにはね、なんだかんだ受け入れちゃうというね、感じになっちゃうし。でもメリバの先ちょっと不安だね。メリバの先ね。ちょっと、だって相馬俊、ね、結構、彼女だったら何をしてもある程度受け入れてくれちゃうって思ってるわけだからね。いろいろと、要求がエスカレートしていきそうで。といっても、ヒロインちゃんがね、めっちゃ泣いてたりとかしたらさすがに、ね、なんでっていうか、心配とかはすると思うんですけど。この先は、あれですな。新裏話でメリバとか引いた時に言おうかな。これ以上言ったらメリバの時に話す内容なくなっちゃいますね。なくなることはないと思うけど、こんぐらいにしましょう。結構時間も経ってることだし。はい、ということでですね、真の裏話はそんな感じでいきましょうか。割とタガ外れてましたもんね、心配すぎる。ね、メリバの先本当に心配。一つ言えることは、相馬俊は調子に乗らしたらいけません。乗らせちゃダメです。乗らせたらどこまででも行きます、こいつは。はい。といった感じで次のに行きましょうか。ごめんね、一つ飛ばしちゃった。一つ飛ばしたやつを流しちゃった。はい、ヤンデレを作ろうはこの次ですね。ちょっと一つ飛ばしちゃってたわ。すいません。ということで、はい。どうしよう、ヤンデレを作ろうに変わっちゃってるな。ちょっとタイトルがちょっと違うのになっちゃってるんですけど、これはちょっと別のです。4番のヤンデレ愛好会の短い版ミニってやつですね。やっていきましょうか。というのでね、ヤンデレ愛好会って私がたまに生配信とかでやってるやつなんですけど、簡単に言うと、ヤンデレのこれいいよねを語るだけの回でございます。っていうので、ちょっとね、ヤンデレ辞典っていうのが遠目に、多分文字読めないと思うんだけど、見えてると思うんですが、実はですね、ブースで私こんなものも出してて、とても魅力的な辞典でしょね、ちょっと今文字ちっちゃくて読めないと思うんですけど、ちょっと大きくというかね、まずこれが何かって話なんですけど、こんな感じでですね、10まで項目がありまして、一つ一つにね、依存とか浸水だとかね、書いてたりするんですけど、こんな感じで分類分け表ですね。みたいな感じでございます。一つ一つの項目がこんな感じで書かれてます。これ依存だけど。っていうのが10個あるって感じで、10個あって、その中で4つに、その項目が分かれてるって感じのものでございます。
でですね、まあ彼らを作った時もこのヤンデレ辞典使って作ってるんでそういうの大好きです。あ、よかった。で、まあどんな感じの考え方というかね、どんな感じに作ったのかっていうのをお話ししていこうかなと思います。よっと。なのでね、なんか今依存って書いてると思うんですけど、まあ相馬くんの要素の一つにあったよね、依存って。なのでね、まあ、っていう流れで相馬くんから行こっか。そうだね、私ね、ヤンデレのキャラクターを作るときって、ね、せっかく表符作ったしっていうので、ね、この表から何項目かをコネコネして作ってるんですよ。でね、相馬くんの場合は、まあ、この中だと、まあ、自分の身を切るは、あんまりしないけど。どちらかというと、メンヘラに当たるのかなって思いますね。メンヘラか通常か。ね、私がね、独断と偏見でまとめた表なんでね。正式にそういう分類があるって感じではないんですけど。でむしろあったら知りたいんですけど。でも、相馬くんの場合は、1位かな、どちらかというと。って感じです。まあ相手に依存している身を切ってまで相手に尽くす場合が多いんですが、多分相馬くんはそっちにはあんまり当てはまりません。でも共依存を目指してますって感じの、もうお願いしてないでって感じのやつなんですけど、相馬くんの場合はね、これにプラスでもう一つぐらいコネコネしてて、まあ部分愛は入ってましたね。これと、ちょっと項目見せるんですけど、浸水でもなく、部分愛ってちょっと後ろの方だからちょっと消してくね。これかなここに入れてなかったかもしれない。あ、いや、これか。異常の、なんか1の通常か。の、まあ、パラフィリアですかね、該当するのが。まあ、パラフィリアって、まあ、異常性癖というかね。まあ、有名なのがね、相馬くんがオキュロフィリア眼球愛なんですけど、まあ、そういった感じね、一部分だけ、一部位だけ好きだとか、あとはなんか、特定の状況に興奮するとか、まあ、例えばね、吸血に興奮する人の血に興奮するだとか、あとは、まあ、フェチとかもありますけど、結構近しい分野で、ね、人の足が好きだとか、まあそういった感じでね、まあどこかの部分だけ好きだったり、あとね、ちょっとね、これ面白いなというか、なかなかだなって思ったのを聞いたことあるのは、嫉妬愛っていうのがあって、ね、相手を嫉妬させるのが好きだったりとか、逆に嫉妬してる状況が好きだったりとか、そういったやつ。ね、なかなかだなって思ったんですけど、まあそういった感じのものがありまして、相馬くんはね、オキュロフィリアだから、まあ目が大好き。あともう一つコネコネしたな、この中の。まあ、独占とかだったかな、ね、こんな感じでね、表の中のね、これとこれとこれをコネコネして、こんな子作ろうとかやってるんですよ。これだったかな
それに近しいかも。かな？知った相手、なかなかだ。でもね、聞いた瞬間に、ワオって思いました。相馬くんはこれの、どちらかというと1かな？独占。まあ相手に自分以外のものなんていらない。邪魔なものは消してしまおうっていうね。まあ、よく聞く。ヤンデレ界隈ではよく聞く展開なんですけど。相馬くんはどちらかというと1ですかね。これの通常型に当たると思います。独占の。まあ基本的に相手が自分のそばにいれば何もしません。でも他人が相手を手に入れようとしたり、相手が自分から離れようとした場合、まあ瞬間に、害をなすタイプです。ね。言いそうじゃない？離れるなんて許すわけないじゃん。言いそうじゃない？まあというのもですね、相馬くんのエピソードでですね、あれかな？ハッピーエンドかな？だと、あの後の展開って、結局、同棲生活が始まってて、で、みずきちゃんとカフェに行くシーンがあるわけじゃないですか。相馬くんね、ね、友達とカフェですかみたいな感じで、ムッとはしてたけど、許してたじゃないですか。っていうので、基本的に、嫉妬しますが、だからって家から出さないほどではないというか、ある程度は許容してくれます。ただし、そこに恋愛感情が絡むと、自分以外への恋愛感情が絡むと許さないというかね、相手が自分から離れそうな兆候が見えた瞬間に表変するタイプかな。なんで、特にそういったね、恋愛感情の絡まないのだったら結構許してくれたりします。ね、異性というかね、そういった相手だと、ムッとするけど、でも、直接的にね、害を与えるとかは、取られそうにならない限りは、しないけど、ただし、ヒロインちゃんに対して、すごくムッとするからムッとするというかね、明らかに拗ねてますよ、知ってますよ、みたいな態度を見せるから、結果的にヒロインちゃんもそういうことしないからっていうね、結果的に、わざわざ、ね、サイコカーストのヒロインちゃんはそういう、わざわざ嫉妬させるってことを、あんまりしないタイプなんで、そういう意味で言うと、相馬良かったね。というか相馬くんがね、そんな感じで、ハッピーエンドだと、害をなすってとこまではいかないと思います。一気にホラーになるやつだ。そういうこと。って感じかな？ねえ、そういった状況になったっていうかね、もし、ね、ヒロインちゃんが他のやつのところに行こうとしてるだとか、そんな状況になったら、ほんと手がつけられないのが相馬です。相馬俊という男です。でですね、ちょうどここに作詞がいるから、赤座くんについても。ね、赤座くんは、この作詞型が一番強いかな。周りから相手へ向けられる恋愛感情を遮断したり、印象操作などで、ね、とぶりをあらかじめ埋めておくなど、気づかぬうちに囲ってくるタイプですね。ということで、法は基本的に犯しません。相馬くんはね、上の通常なんですけど、赤座くんはこの作詞に当てはまりますと。っていうのもね、赤座くんの行動を振り返っていただくと、自分から手は下さないですよね。結果的にね、あんな感じでヒロインちゃん追い詰められちゃってましたが、ただ赤座自体が、直接的にね、
いじめようとか言ってるわけでもなし、まあ、印象操作なんですね、彼がやってたことって。私、印象操作って言っても、赤座がやってることだけで言ったら、ね、ヒロインちゃんに対してね、まあ、好きそうな態度、まあ、どっちつかずな態度というか、どっちつかずかというかね、なんか思わせぶりな態度をして、まあ、女子の不安をというか嫉妬を煽って、で、嫉妬した女子がね、ヒロインちゃんを孤立させていくところを、まあ、狙ってやってたというかね、そんなひどいやつなんですけど。ね、赤座くんやっぱり作詞型ですよね。そうなんですね。赤座くんは多分この作詞型が一番強いですね。まあ、彼もいろいろコネコネして作ってはいるんですが。でですね、まあ、最初は作詞型なんですけど、あとしかも作詞型で、本人への恋を自覚してないっていう悪いやつなんですけどね、悪いやつですよ。でも最終的には下になってるね。特にメリバ。下の孤立誘導型。まあ相手にはとにかく優しくして、周りにも相手の悪評を流す。冤罪をかけるなどで孤立させて自分しか味方がいないように錯覚させる。ね、言ってましたよね、こんな感じのこと。大丈夫。俺だけは君の味方だから。ニコ。メリバでやってたね。で、まあ最終的に赤座くんはそんな感じになってたりとか、あと要素としてあるのは、よいしょ。この中の、これかな？頭の把握ってあるんですけどね。まあ観察したいってタイプのヤンデレなんですけど、これの探求ですね。4番、探求型。これのですね、相手をなぜ自分が好きなのか、まあ、とことん探求します。そのために情報収集したりストーカーになったりするっていうやつなんですけど、まあ、赤座くんは、これも、掛け合わせてます。というのも、まあ、彼ってね、途中までヒロインちゃんへの好きの気持ち自覚してないし、ずっと、なんでこんなに気になってるんだろうみたいなね。なんでこんなにムカつくんだろうっていうか。なんでヒロインちゃんに彼女に対してだけみたいなことをずっとね、考えてるんですよね。もう最後の最後まで気づかなかったわけですが。でも彼自身あんまりそういうのね、好きとかなんだかんだとか考える機会がなかったんですね、これまで。考えなくてもよかったというかね、これまでちゃんと人好きになったことがないから初めてだったんですね。まあ逆に言うと赤座は完全に初恋だよ。ヒロインちゃんが。こんな初恋があってたまるかって感じですが。まあそういう意味で言うと、より一途なのは赤座だね。まあ、そういう意味で恋愛的に対しては、まあ、誠実というか、まあ、他の子を見ることは一切ないのは赤座かな。ね、相馬くんもね、あの状態にね、まあ、最終段階の、まあ、エンド、まあ、全部に共通するんですけど、あの状態になったら、まあ、ヒロインちゃん以外見ないんですけど、ただそれ以前は他の子とかね、影いっぱいあるし、まあ、その後も告られたりとかね、まあずっと影がちらついちゃうんですけど、赤座くんはそんなことないね。うん。赤座くんはそういう意味では、恋愛的な意味ではそういう感じの嫉妬？ヒロインが嫉妬するっていうのはあんまりないと思います。というのも、まあ赤座くんは、まあ、しっかりね、付き合ったって状態になると、そんな感じでね、告られることはありそうだけど、そんなよりもバッサリ切るね。バッサリ振るし、そもそも彼告白されることをいいと思ってないというか面倒だって思ってるんで、ね、ヒロインちゃんと付き合ってることはまあ当然周知の事実にするし、
まあ、告白できない空気を作るね。彼だったら。ね、赤座くんだったらそういう空気作るんで、そういった意味で彼は、誰か他の子から告白されるっていうのは付き合った後はほぼないと思うというか、彼が意図的にさせないようにする。そういうのはうまいです。ね、安心と信頼の赤座くん。まあそういった意味で、まあ恋愛的に告白されてて、もやってするってことはないかな。ハッピーエンドと周り怯えてましたもんね、なぜか。何があったんでしょうね。もう実は何があったかもね、ちゃんと決めてはいるんですけど。彼が何したのかもね。どうしよっかな、出そっかな。まあ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 ね、彼、ちゃんと証拠は握ってたわけなんですね。後で、弱みを握るために、彼ちゃんとね、何もしたとは言いませんが、いじめの証拠はちゃんと握ってたんですよね。ずっとね。ね、知ってる上で放置してるんですよ、悪いやつ。ハッピーエンドだとね、いじめの主犯格のね、野島さんと野田さんね、なんかいじめの証拠が提出されたとか、なんとかで退学なってるし、定額なってるし。まあ、そこら辺、抜け目ないですね。なんとなく察した人の顔文字。察しちゃったか。で、あと、赤座くんだと、この中の、これかな？支配だね。これだね。相手を支配して越に浸りたい。でもそう思うのはあいつに対してだけサディストの場合が多いっていうことでね。これですね。の中の1と4かな。とかかな。まあ、赤座くんね、相手を自分の言いなりにしたい。これは相手が自分を愛しているかは関係ない。支配下に置いてることに興奮する。まあ、彼の場合は、まあね、相手が自分を愛するように誘導もするんですけど。ただ、バットの先は完全に1だね。バットの先はもはや怯えてるのも楽しんでるよね。ねえ、赤座くんすごい執着心が強いというか、まあ、初恋ですからね。彼にとってね、初めて心の底から好きって思えた人ですからね。安心と信頼とは。いや、まあ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 、ね。うん、安心と信頼の赤座クオリティ。ね、言われましたね。逆らえるのと思ってるのっていうかね。まあ結構、支配的なというかね、上から目線に責任取ってとか。いやでもそんな赤座くんも好きだからワッキー。もうこの沼から抜け出せませんよ。ね、抜け出せませんね。で、この中の練り場だと4番が当たるかなって感じかな。で、自分を好きなんだと相手を洗脳する。まあ、メルバの場合はね、勝手にというかね、孤立誘導されちゃったヒロインちゃんがね、彼にすがるしかない状態になってますが、あと、まあ、バットの先だと4番だと思う。バットの時点では、まあ、通常型のね、こんな感じの
愛してるか関係ないタイプなんですけど、ね、次第にね、時が進むことに多分4に移行していきます。洗脳に移行していきます。もう、調教されちゃうね。調教というかね。うん。バットの先は、4番って言ったけど、ここ全部だな。多分全部やられます。はい。ね。痛がってるというかね、怯えてるのも楽しんじゃってるし。まあ何とは言わないがね、飴とムチ使い分けるのね、赤座くん上手ですから。まあ、身も心もめちゃくちゃにされるんじゃないですか。で、最終的には洗脳されちゃうんですね。ひどい話。まあ、赤座バッターはこれです。支配のフルコースすぎる。ね、全部体験できちゃいますね。もう本当に赤座の、いや、どのエンドもそうだけど、ヒロインちゃんかわいそう。ね、赤座軍のバッターエンドの先は、これらすべてを楽しめます。そういった感じのをね、私、見ながら、彼らをね、コネコネしておりました。超逃げて。逃がされない、逃げられないんだよな。逃がすわけないんだよな。っていうのでね、まあ項目としてはまあこんな感じのがあるんですけど、まあその中でもね、このいろいろまとめた中でも特に好きな要素を使ったかな。今ちらっと依存見せたけど、この中の、まあ、相馬くんがね、この依存の一番に当たるかなって話したんですけど、まあ、ヒロインちゃんに出会う前、楓さんと一緒にいた頃はどちらかというと1だね。って感じだね。まあ、楓さんと一緒にいた時はこっち寄りだったと思う。いた時で、反抗期に入る前。まあね、それでもまあ、相馬俊という男、どちらかといえば尽くされる方なんですが。ね、楓さん、世話焼きだから、ね。あと他今回出なかったけど、こんなんがあったりとかね。まあ、いわゆるあの人は今日も完璧だとか、あ、今日もあの子が息吸ってるとか。まあそんな感じのヤンデレとかあったりとか、ね、ストーカーしてくるタイプのヤンデレのやつとかあったりとか、ね、見たい、知りたいっていうのが強いタイプのヤンデレがあったりだとか、まあね、妄想を押し付けるタイプあなたはそんなこと言わないってやつ。だったりとか、ね、過保護なタイプだったりとか。まあ、さっき出たんですけどね、こんな感じで。周りを消していくタイプだったりだとか。まあ、それのヤバい版としてね、隔離するタイプね。もはや怖いよね、ここら辺すごい。ね、監禁してきたりね。もはや加工しちゃったりとかね。動けないようにされたりとか。でも赤座はこの執着の通常は入ってるかな。ね、相手を独占し束縛したいタイプですね。まあ、赤座もこれは入ってますね。
ただ、赤座はこの中でも、そうだね。バットだと愛憎も入るかな。って感じですかね。まあね、相手のね、ヒロインちゃんが自分を好きな状態に戻そうっていう意味では修復も入るかもだけど、どちらかというと、まあ、いつも入ってるのが1番で、バットの時に入ってるのが2番って感じかな、愛憎型。という意味だと、どちらかというとね、相馬くんよりも赤座の方がきついと思う。きついというかね、束縛激しいと思う。赤座の方が結構怒る。まあ、彼振ってもそんなにね、いいことないから、もうそんな頻繁に切れるとかそんなことはないんですけど、ただたまりにたまったらやばいのは赤座だね。積み重なったらやばいですね、赤座くん。ただし、まあ、どっちもどっちですよ。と言っても、相馬くんも、相馬くんは逆にね、沸点が結構低いというか、手が出やすいタイプなんで、イラッときたら即手出してくるんで。怒らせたら絶対ダメなタイプだ。一気にホラー展開になる。うん。これに関してはどっちもどっちです。だからどっちがいいとかないかな。時間が違うだけ。求めてくるか、すぐ来るからだけ。かな？ただ、赤座の方が、束縛は激しい。赤座は、どれだけヒロインちゃんへの信用があるかにもよるけど、少なくとも、メリバ軸とかバット軸だと、他の人と話すと、即嫉妬する。即嫉妬するっつうか、話させないようにするかな。ね、話さないような状況にするというかね。まあ、そもそも話す機会を奪うとかね。話せないような雰囲気にするとかね。たりします。今から入れる保険店なかったっけな。もう彼らに囚われた時点ではないですね。ないです、そんなもの。ね。どっちもどっち。でもこれはね、赤ズバットのオンパレードの支配型ですと。でね、最後に一番やばい異常型なんですけど。まあ、こんな感じのがね、ヤンデレ時点には載ってたりします。で、まあ、もし気になった方は、ちょっと私のブースのとこに置いてるんで、無料ダウンロードできますんでね、無料で配布してるやつですので、まあ、気になったらダウンロードしてみてください。で、私が独断と偏見で作ったヤンデレ表です。ね、こういうヤンデレとかね、まとめてくださってる方とかはいるんですけど、ただなんかこうやってずらーっと並べられてるのはあんま見かけないので、まあ自分でね、こういうの作る、キャラ作るときに便利だろうって思って作りました。ね、他の方のまとめたやつを参考にしたりやらないやらとかしつつ、まあ自分だったらこんな感じで分類分けするなぁと思いながら作った表ですね。
もしよかったらね、また、きちんと読んでみてください。今回彼らの属性しかあんまり話さなかったからね。全然、なんかちょっと長くなっちゃったね。結局40分近くなってるやん。ということで、第5番行きましょうか。ヤンデレを作ろうです。はい、行きまーす。はい、ということでお待たせしました。はいね、今回もね、長々となってきてしまいましたね。あと、まだお便りのコーナーとか残ってるんですよ。大丈夫かな？火元がないように気をつけますね。はい。ということですね、ナンパーワンポストのコーナーです。っていうのでね、まあ、前回もやりましたが、まあ簡単に言うと、ここに行くカードを引いて、あの子の設定作って、この黄色のカードを引いて、それを使ってヤンデレらしく、そのあの子を口説こうっていうコーナーです。っていうミニゲームでございます。簡単にルール流そっか。ということでね、まあ、こちら私の作りましたボードゲーム、ナンパーワンポストってやつのコラボ企画になっております。ルール流します。ということですね、ナンパーワンポスト×サイカーラジオということでコラボ特別ルール。ということで、あの子カードを引き、あの子の設定を決定します。で、黄色の切り札なんですけど、こちらを6枚引いて、あの子をなんとか口説きます。なお、ヤンデレ乙女ゲームコラボのためナンパする側は強制的にヤンデレ設定が付与されます。ということで、まあ、プラスですね、最近ね、乙女ゲーム界隈と DL 界隈とでかなりね、揉めてるんでね、あの子の性別はね、まあ、こちら乙女ゲームのやつのラジオの企画なんで女性で基本的に固定します。基本的に。ヤンデレになれるかは私の来のセンスと引き運次第です。はい、で遊んでいきましょうか。で今回も前回と同じく2回くらいやっていこうかなと思います。というんで、あの子をまず作っていきましょうか。そうだなー。じゃあ盤面移しますね。おーっと、間違えて引いちゃった。じゃあそうですね。ここにしよっかな。はい。ということで、ちょっと盤面移しました。こんぐらいかな。っていうので、ここでちょっとカード引いていきますね。うわ、すごいの来た。でーん。1枚引いて、でーん。で、性別は、女の子です。はい、じゃあちょっとどんなあの子か公開していきましょうか。なぜにはい、ではですね、どんなあの子か、今にも飛び降りてしまいそうなあの子。待てよ。性格は冷静らしいです。今、冷静か性別は女の子ですと。場所は研究室。何があった？研究で失敗した？っていう感じの、あの子を、なんとかして、ヤンデレっぽく口説かないといけないらしい。どうしてこうなってるね、しょっぱなからクライマックス。ね、そうなんですよ。もう飛び降りようとしてるんですよ。止めなきゃ。ですで、はい、こちらもカード引いていきます。本来だったらね、複数人でやるやつなんですけどね、一人遊びです。ということで、はい。6枚引きました。これで飛び降りようとするあの子をどうやって口説けと。はい、ちょっと公開していくんですけど、困惑だよ。ね。これ前回も引いた気がするな、女好き。あと、サメ、天使の羽。傘、イルミネーション、手錠。なんでこれを使ってヤンデレっぽく口説かないといけないんでしょ？飛び降りそうな、冷静じゃない。普段はおそらく冷静だろう、あの子。
はい、ということでちょっと考えていきます。これでどうしろとね、皆さんも自分だったらどういう感じで作るかとかね、考えながらやってみて、楽しんで聞いてみてください。っていうので、まずは天使の羽は、使えなくはないね、状況的にね。なんか天使の羽がついちゃいそうな、っていうか、天使になっちゃいそうな状況だけど、あの子が。飛び降りる。女好きは冷静な女の子に対してはマイナスではむしろ。サメ。そっか、その発想もあったのか。使えなくもないサメ。サメで爆笑しちゃった。でもこのサメね、使えなくはない。そっか、いいな、これ、発想の展開だな。で、傘。もう、傘もね、使えなくはないというかね。もし雨が降ってたら傘差し出すとかできますよねって感じ。イルミネーション。なんとサメが。サメね、案外使えると思っちゃった。手錠。ヤンデレ力で言ったら手錠が強い。ヤンデレ力だけで言ったら手錠超強いですね。でもここはせっかくだからサメ使いたいなって思いますね。せっかく使えるなって思ったから。サメ使いたいな。で、残りどうするかなのよね。ねえ、残りよ。ヤンデレ力で言ったら手錠は強い。ただ、それをどうやってつなげるかがね、難しいね。そうだな、サメか。ね、飛び降りてしまいそうなっていう状況の変換をしたんですけど、今。でもこれどうつなげよう。かなり難しいの引いちゃいましたね。いやね、状況を変えてもいいんですよ。これでね。例えば傘とかだったらね、雨だったりした時にね、傘を差し出すみたいなことができるし、なんか毎回引くから女好き使ってもいいし。で、女好きとイルミネーションとかだったらまだね、つなぎやすそう。ヤンデレなんだよな、こっち。でも、せっかくだからサメは使いましょう。サメと、あとどうやってつなげるか。傘は使えなくはない。最後。最後よ。毎度最後で悩んでるんですけど。天使の羽。そうだなぁ。手錠で頑張るか。手錠で頑張るかっていうのもなんだか。これでいけるか、なんとかいけるか。頑張っていきましょうか。ワードだけちょっと今一瞬で組み立てますね。
うん、傘最初の方がいいかな。いけるかなまあ、頑張っていっていきましょうか。これで。ちょっとね、完全にはまとまってないんですが、ちょっとノリでいきましょう、もはや。ではね。やっていきましょうか。自信はないですが。はい、ではですね、まあ、どんなあの子かで言うと、まあ、今にも飛び降りてしまいそうなあの子で、性格は冷静らしいです。で、性別は女の子、場所は研究室ということで、頑張ります。状況はこんな感じでいこうかな。ね、ここでちょっと察した方いるかもしれないんですけど。で、そうだな、曲ちょっと変えましょうかね。でもいいか、これで。めちゃ穏やかな感じではありますが、ちょっとこれで頑張りますね。はい。もう BGM も、これでいいや。いや、いっそのことちょっと BGM 消しますか。消します。ね、水音ブクブクだけでいいでしょう。どんな風になるんだ。頑張る。じゃあ、行きまーす。ヤンデレテ行きまーす。傘差しなよ。濡れるってそんなに近づいたら。ほんと君は、サメが好きだよね。焼けちゃうな。いや、なんでもない。サメ好きが興じてこんな研究室にまで就職してるんだもんね。で、近すぎだってプールに。っていうか、君今怪我してたでしょ。近すぎだって本当に。近づかないで危ないから。もう本当に頭に血が上ると、冷静な判断ができなくなるんだから。普段あんなにしっかりしてるのに。なんでなのかな。っておいよかった。危ないって言ったじゃん。で、フラフラしてる。もしかして熱ある。もう。こっち来て。いいから。前々から危なっかしいと思ってたけど、サメのことになると本当に。何つけたのって。手錠。これで動けなくなるでしょ。なんでって。危ないからって。ねえ。いつもあんたが危ないことしてるの見てさ。俺がどんな気持ちでいたかわかる？うまいことできたかないや、ごめんなさい。こんなとこで切っちゃった。途中でヤンデレかどうかわかんなくなっちゃったけど、ヤンデレっぽくなったかなサメに対して嫉妬してるようになっちゃったね、サメで思いついたのが、ね、飛び降りるって意味がちょっとプールへ飛び降りるって意味で使えないかなと思いましてね、まあ、いわゆる、ね、すべてを嫌になって、屋上からとかじゃなく、研究室とかだったらそういうね、研究関連でね、飛び降りるって意味も水の中に飛び降りるって意味とかで使えないかなとか思ってやってみはしたんですけどサメ好きなあの子ちゃん爆弾してるし、サメに嫉妬してるの可愛い。なお、手錠。いや、ヤンテレだったかなこれ。ただ心配してるいいやつにも思えなくはないけど、まあこの後なんやかんやするんでしょう。ね、なんかちょっと中途半端な感じで終わっちゃった。これはちょっと修行が必要だな。
タイタン感じでね、1回目がちょっと手札が渋かったな。ね、まあ、こんな感じで遊んでいくゲームです。本来だったら、誰かのあの子に対してやります。でも、一人遊びしててもね、結構練習になったりするんでね、即興で設定を考えて演技するみたいな。ということでね、はい、2戦目はやっていきましょうか。2戦目というかね、一人遊びなんですけど。やだね、2回やります、前回と同じく。ということで、まあ、次の盤面に移りまして、次のあの子作っていきましょうか。ではですね、1枚ずつ引いてって、言ってた女の子のカードについてはちょっと向こうから引き継ぎでいいかな。どんな性格、性別は同じだから引き継ぎ。でもちょっと1枚引きます、せっかくなんで。1枚だけね、実は。来たー、レアカードが混じっておりまして、引いた。なんだってぴったりじゃねえか。では、どんなあの子かと言いますと、どんな学生のあの子です。性格はクーデレらしいです。ということで、普段クールっぽいですね。性別は、ね、これめっちゃレアカード引いたんだけど、性別不詳です。まあ、女の子寄りの存在ではあるんですけど、性別不詳来ましたね。これ1枚しか入ってないんですよ。レアカード引いちゃった。で、場所はですね、ぴったりですね。バレンタインムードの街ということで、今日バレンタインですよ。すごいタイムリーなの来たな。ということで、頑張っていきましょう。ではですね、カード補充します。さっき使わなかったカードは引き継ぎです。いいの引けるかな？まあ、使えなくはないのを引いたかな？はい、ということで手札で引いたのが、年上、マーク、社長さんらしいです。というので、まあ、調理できなくはない。ということで、このカードを使って、まあ、ヤンデレとして、なんとかこの学生のクーデレな性別不詳の、バレンタインムードの街で口説いていきましょうか。そうだな、バレンタインムードだったら、これ結構使えるよね。なんか、通じてそうなのが来ましたね。だってね、年上と社長とかね、これ、まあ、社長だったら強制的に、まあ学生のあの子よりは年上な可能性が高いわけですから。これとこれはなんかつなげて使えるなーって思いますね。あと、イルミネーションもね、夜だったらありえるよね。バレンタインの時期だったら。クーデレあの子ちゃん助かる。あの子クーデレらしいですね。クールに出れる子らしい。まあ、ってことは出れてくれるからね、ちゃんと。脈あるよ。じゃあそうですね。まあ、これは年上と社長が使えるな。すごい、繋がってそうなのが来ましたね。あと最後の1枚、イルミネーションとかかなが、まあ、結構繋がり的に綺麗かな。他使えるか、マーク。使えなく、いや、未成年に手出してるみたいなんでな、やめとこう。いや、まあね、ヤンデレするだけで未成年に手出してることにはなるのか、社長だからな。ちょっと女好きは、この社長さんと組み合わせるのはちょっと嫌。っていうので、天使の羽、別のルートでランドセル作るしか思いつかないからちょっとちょっとダメかな。いろんな意味でダメかな。っていうので、どんな順番に言おうかな。これね、絶対この単語言わなきゃいけないってわけじゃないんですけどね。
まあそうですね。なんか、間違えたらパパ活してるみたいになっちゃう。年上の社長さんがヤンデレになって学生の男に迫るんでしょ。やばいよ、それは犯罪だよ。どうしよう、ギリギリ攻めるか。犯罪だな。何を言ってもちょっと事案にしかならないな。どうしようかな。変えようかな、いっそのこと社長。せめて学生の立場にしようかな。犯罪だな。危険な香りがする、ほんとね。禁断の恋っつうか犯罪なんだよな。未成年に手出して。いや、まあ大学生にすればいけるか、なんとか。成人済み大学生にすればなんとかいけるか。あの子。で、これをヤンデレにするっていうのはヤンデレっぽいワードがないから、今の段階だと。いや、いっそのこと社長さんなくすか。社長さんなくして、天使の羽使えるかな。そしたら。天使の羽使えるかも。っていうのだと、ちょっと年上もなくして、マークも使えるかも。使えるかも。ちょっとこれで犯罪集が減ったかも。で、いけるかな。これでいこっか。ねえ、さっき聞いた年上と社長全部なくなったけどさ。ちょっと何を言っても犯罪になってしまうから。さすがに自重しようかな。ということで、バレンタインムードにしときましょうか。で、そうだな。順番としては、マークが一番最初で、イルミネーション最後にしよっかな。天使の羽って挟んでこうかな。で、ちょっと今、シーンを頭の中でちょっと、ね、どんなシチュエーションかを組み立ててるんですけど、そうだな、バレンタインムードの夜の街だね。イルミネーションが見えるってことは夜ですね。まあ夜じゃなくてもいいけど、まあせっかくイルミネーション生かすんだったら夜だなーって感じですね。そうだなー、オフ会とかにしよっかな。オフ会とかにして、ゲームのオフ会とかにして、はじめまして。いや、数回会ってるぐらいにしとこうかな。まあ、そこそこ会ってる仲のいい仲。っていう状況で、まあ、あの子は、まあ、そんな感じでオフ会に誘われて、待ち合わせしてますって感じですかね。にしよっかな。ね、これでちょっと犯罪集は減ったはずだよ。というので、まあ、病んでれなきゃいけないんですか。まあまあ、こちらもちょっとノリでやっていきましょうか。はい、ということで、いきまーす。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。
とりあえず、イルミネーション綺麗なんで、ちょっと、歩きましょう。かわいい。天使の羽持ってみたい。やばなんでもないです。はい。俺らも結構長い仲になってきましたよね。すいません。こういう挙動不審になっちゃって。キモいですよね。違う。ありがとうございます。初心者マークの頃から、あなたには本当に助けられてて、それに、こうやってまた会えたの嬉しいです。はい。すいません、急に。キモいですよね。はい。あのゲームのイベント難しかったですよね。今日なんでオフ会しようって言ったかですか？伝えたいことがあって、最近、新しく入ってきた人と仲良くしてますよね。やめてもらえませんか？これまでずっと俺たち一緒に組んでゲームやってたじゃないですか。バディとして。なのに、なんで今新しく入ってきたあの新人に構ってるんですか？ずっと気になってて。でもオンライン上で聞くのもなって思って呼んだんですけど、やめてくれませんか？俺ら相棒ですよね。なんかうざい感じになっちゃった。こんばんは、ヤンデレを作ろうやってる。ね、ありがとうございます。来ていただいて。もうちょっとうまくできたかな。ね、なんかオタク系やろうかと思ってたんですけど。オタク系ヤンデレやろうかと思ってたんですけど。もうちょっと恋愛系に絡ませられたかな。でもこれ生物不詳なんだよな。ねえ。完全に女の子として固定じゃないから、まあなんかオタク系がやってみたくてちょっとやってみました。いや、もうちょっと勘違いできたなー。最初のところでちょっとマイナスなというかね、結構自分を下げる系の自己肯定感低めできちゃったから、自意識過剰な、だってあなた俺のこと好きですよねができなかったなーってちょっと反省してます。まあ、今回はこんな感じでいきましょうか。なんか、今回ちょっとうまくできなかったな。反省します。もっとうまいことできた気がするなー。ということでね、ちょっと長くなってきてしまいましたのでね、お便りのコーナーに移りましょうか。というので、見えちゃってる。はい。ということで、お便りのコーナーでございます。はい、というのでね、ちょっとお待ちくださいね。はい、まあこちらはですね、サイコカーストのですね、
本編ですね、の全クリア後にアンケートを募集しておりまして、で、そちらでね、いただいたお便りに答えていきましょうっていう感じのやつなんですけど、ちょっとごめんなさいね。設定し忘れてるとこがあって、今パッとやりますね。ちなみにさっきのナンパーワンポストってやつ、ヤンデレを作ろうでやったやつなんですけど、あちらですね、ブースで、私のブースのところで公開しております。でですね、まあ無料公開版もあるので、まあもしね、ああいうのをして遊んでみたいだとかね、あとは普通だったら複数人で遊ぶやつなんでね、まあもし遊べる人がいるよとか遊びたいっていう方は、まあ試しに遊んでみてください。無料版でね、4人くらいまでなら遊べるみたいなやつ公開してますので、もしよかったら遊んでみてください。っていうので、ちょっとごめんなさいね。ちょっとね、今回ね、グラフィックとしてまとめ直すのを忘れちゃって、パッと引っ張ってこようかな。ここだったかな？よいしょ。見つけたんですけど、ちょっと待ってくださいね。パッと貼りましょうか。わかりやすくしよっか。お便り。はい、お便りやっていきます。よいしょ、これで。おや、できない。なぜ？急にスクショができなくなった。なぜ？すいません。なんかうまく表示できなそうな感じですね。ちょっと今回失礼しますが、口頭でお答えさせていただきましょうかね。と思います。なんでスクショできないんだ？ちょっと、わかんない。あれ？できそう、できそう。できてよかったよかった。で、ちょっとスクショパッとして貼り付けましょうか。よいしょ。ちょっと一つずつ置こっか。ちょっと時間かかっちゃうかもすいませんね。よし、じゃあまず一つ目表示しまーす。お待たせいたしました。これで、はい、じゃあ貼り付けます。サイズがね、変だったらごめんなさい。調節します。いけるかな？はい、ということで、おいしょ、ちょっとね、でっかくなっちゃった。っていうので、ちっちゃくして、君の場所を調節したいんだが、いけるかな？いけそう。こんぐらいかな？ということでですね、はい。じゃあ回答していきましょうか。ではですね、よいしょ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 。ぐだぐだ。なんかいろいろとパソコンがバグっちゃってるな。困った困った。はい、ようやく開けました。申し訳ございません。お待たせしました。ではですね、こちらを。はい、ラジオネームみくさんより、
あ、これ違うな。ごめんなさい。違う方ですね。一つ飛ばしてるな。わかりました。じゃあですね。はい。ちょっと先にミクさんのにお答えさせていただこうかな。ぐったぐただな。順番がね、今ちょっとバラバラになっちゃってるんだね、多分。ちょっとこれはもう一言なんで口頭でお答えさせていただきます。はい、ラジオネームミクさんよりゲームを作ったきっかけが知りたいそうですっていうのでね。はい、ゲームを作ったきっかけなんですけども、ね、まず第一に、私がヤンデレ好きってことで、それが講じたのはね、確かなんですけど、私好みのね、大好みの心情描写ありまくりのヤンデレ乙女ゲームが欲しかったってこともありますし、私ゲーム実況もね、したりもしておりますので、これまでね、他の方の作ったヤンデレゲームを遊ばせてもらう機会が多かったんですけど、なんでね、たまには自分からも発信しなきゃなーと思って、そうやって普段遊ばせてもらってるお礼だとかも含めて、作りたいなって思ったのがきっかけでしたね。これで誰かの性癖とか歪めて私の好きなヤンデレ作品がじわじわ増えればいいなーの気持ちであります。ということでね、一緒に沼に落ちましょうか。もう本当にね、好きなゲーム作家さんが応援してくれたりだとかね、あと配信者のお友達とかがテスプに付き合ってくれたりだとか、皆様に支えられてね、完成させることができたんで、もう頭が上がりませんって感じ。ね、です。もうありがとうございますと。サイコカストを生み出していただいたおかげで助かった命がたくさんある。ねえ、命助かってるんだったらよかった。ということで、はい。こんな感じですかね。お便りありがとうございました。ごめんなさい。この画面に表示させられなくて。じゃあ、お次行きましょうか。お次がね、さっき表示したやつでしたね。ここかな？ということで、表示しまーす。はい。ちょっと一件の回答っていうのはスクショなのでちょっと気にしないでください。ではですね。はい。ラジオネーム、サスティナブルさんより、すごい循環してそうなお名前。ヤンデレが性癖の私にとって最高の乙女ゲームでした。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。いただいた質問なんですけど、制作者様もヤンデレが好きだというらしいですが、どちらのヤンデレが制作者様的には刺さりますか？私は相馬がすぎて刺さりまくりの刺さりまくりでした。といった感じで、ありがとうございます。成績をね、ぶっ刺せたなら何よりでございます。私はね、雑食ゆえどちらのヤンデレも大好きですが、書いてて楽しかった方を言うなら相馬かなって感じですかね。赤座もね、楽しかったのは確かだし、後日談がね、吸ってとても欲しいというかね、超楽しそうなのは彼なんですけど、赤座くんなんですけど、相馬くんはね、ルートはゲーム内でヒロインちゃんがね、自ら望んで心まで落ちていくところまでかけたのが良かったですね。赤座くんの方はね、あれゲーム内で、ヒロインちゃんがね、自己肯定感下げられまくって思考停止しちゃってたんですよね、もはや。っていうのでね、もはや考えるのは諦めちゃった状態なんですね、あの状態。なんであんまりヒロインちゃん内の葛藤というか、を強く書けなかったなーっていうのはあります。ただ、ガザーバッドエンドは大好きです。はい。ですね、一方ね、相馬俊という男。彼ね、えぐい沼をでして、依存させるテクをね、彼半分無自覚で使ってくるというね、逆に言うと半分自覚あります。ね、彼ヒロインちゃんをね、受け入れて狂ったように愛してるっていうくせに女絡みでね、不安にさせたりとかね。かといって母性本能をくすぐる脆い面もあったりしてね、家庭能力なかったりとか、泣いちゃったりとかね、したりしまして、ほっとけないんですよね。もう本当にね、やってること DV 彼氏みたいなものですからね。ひどいですよ。
まあ、赤座くんもね、言いなりにしてくるって意味ではね、似たようなもんなんですけど。ただ、まあ、相馬くんの方が、ね、自分からやってるっていう感じを、自分からね、彼のためにしている、彼を好きになっているっていうのがね、特に強く出ているっていう点ではもうほんと怖い。恐ろしい男ですね。赤座くんの場合はね、まだヒロインちゃんがね、反発する心を持ってたりとかね。まあ、あとは、まあ、彼がこうしてくるからっていう理由付けができるんですけど、ヒロイン、相馬くんの場合はヒロインちゃんが自分から望んじゃってるっていうとこがありましてっていうのが。まったく立ちが悪いぜ。立ち悪いんですよ。ちなみに、まあ、どれが楽しかったかって具体的に言うと、まあ、相馬くんだと、まあ、ハッピーエンドがどこに書いてて楽しかったですね。というのもね、彼がね、あんな感じになってしまったね、過去の話だったりとか、まあ、彼がね、一番言いたかったこととかも全部言わせることができたんでね。まあ、相馬くん的にも、あのハッピーエンが一番救われたエンドですかね。まあ、すっきりしたというか。ちなみに彼が一番言いたかったとこは、まあこれは裏話で話した方がいいかな。まあ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 、ハッピーエンドの中にあるシーンではあるんですけど、まあね、押し倒しリターンズ。あそこです。あそこで言ってたことかな。まあ、詳しいことはね、また裏話で引いたら話しましょうか。でですね、まあ先ほども言いましたが、赤座だとバッドエンドが一番好きです。まあ、どっかでね、言ったかは定かじゃないんですけどね、バッドの大人赤座くんって人心掌握スキルで活かして弁護士やってるんですよね。これどこかに載せたかなーって、私もちょっと、どうだったっけなーってなってて、出してなかったっけなーとか、どっかで出してたっけなーって定かじゃないんですけど、まあ、彼弁護士やってます。バッドのルートを。ハッピーでもね、法学部入ってたりするんだけど、まあ、そんな感じでね、まあ、人心掌握スキルとか弁の立つところとかね、そういったことを活かして弁護士やってます。弁護士、やっぱ出してなかった。やってます、彼。で、バットの赤座くんはそっちルートに行ってます。ちなみにね、弁護士の赤座くん、いいな。赤座くんのバッドエンド圧倒的優勝。いいよね、赤座バットね。私もあれは楽しかった。ね、赤座くんのね、バッドエンドがね、ゲーム作る際に一番最初に思いついたエンドなんだよね。あれがサイコカーストっていうゲームを作る中で一番最初に思いついたルートでした。なんならね、ゲーム作る最初の段階だと、相馬くん、そもそも攻略対象扱いじゃなかったし、ね、キャラとして出てくるって出てきたんだけど、攻略対象の予定じゃなく、まあね、後々追加できればいいかなくらいのポジションだったし、もっと正直短くなる予定だった。ね、いつの間にかこんなに長くなってたね。もっと短編みたいなのにする予定だったんだ、実は。別にこんなにエンド数用意する予定でもなかったし。で、そんな中で、前ね、もし一本道だったら、選ばれてたのはこのバッドエンドかな。一番最初に思いついた。ちなみに相馬くんの場合だと一番最初に思いついたのはメリバです。ね、どっちもやばい方から思いついてるっていうね。ってな感じですかね。ということで、まあ私が好きなヤンデレは、まあどっちも好きですが、まとめると、
相馬のルートならハッピーエン楽しかった。赤座のルートならバトエンが楽しかったですかね。って感じです。ありがとうございました。ということで、お次のお便り行きましょうか。よいしょ。ということで、ちょっとお次のお便りのスクショ持ってくるから待っててね。お。これで、よいしょ。はい、じゃあ引っ張ってきまーす。お。では、これで表示できるかな？ということでですね、こちらいただきました。はい。ラジオネームむつきさんより。ということで、みつきちゃんルートの赤座ってどうなるんでしょうか？友達を守るというみつきちゃんの覚悟にほろりと来てしまったのですが、もしかしてこの後赤座に何かされてしまうのではないかと気が気でなりません。まあ、そうですよね。もう一つ。相馬バッドエンドで、主人公が治った場合にどうなるか気になります。監禁に移行するのか、他の何らかの手段を取るのか。ということで、こういったご質問いただいております。そうだよな。気になるよなって。はい。ではですね、まずですね、でこちらはですね、まずみつきちゃんの方なんですけど、前他の方からね、前回答えさせていただいた相馬くんのルートでね、赤座どうなるのかっていうのやつと同じく、特に赤座からは手出ししませんって感じかな。その段階では好き自覚してないんで、チって思うけど、チっていうかね、もやもやはするけど、特段手出しはしませんねって感じですかね。彼無駄なこと嫌いなので。そうした瞬間に諦める方向というかね、考えないようにしそう。もやもやはずっとしてると思うけど。でですね、この段階ではね、みつきちゃんの方に行ってる段階でも恋ではないので、それは。気づけてないし、面倒なことはせずに彼はもやもやしたまま終わります。で、あと、みつきちゃんはですね、結構赤座とは相性悪いんですね。みずきちゃんほど、学校でね、地位があると言いますか、好かれつつ、きっと妬んだ一部から嫌われてるタイプの子はね、赤座とは相性が最悪です。というのも、赤座くんってね、周りを使って、潰すタイプなんですね。周りの、悪評を流すというかね、だとか、印象操作とかでね、相手を、どうにかするってタイプなんで、みつきちゃんってね、自分強く持ってるじゃないですか。それに結構ね、周りのことも、流されないというか、周りの意見よりも自分の信じるものってタイプなので、聞かないんですね。っていうので、赤座が手出ししにくい存在なんですね、みつきちゃんって、実は。っていうのがありまして、大丈夫、みつきちゃんは強いです。彼女はとっても強いです。で、お次。ね、相馬バッドエンドで主人公が治った場合どうなるか気になります。監禁に移行するのか他の何らかの手段を取るのかって話なんですけど、正直相馬くんやべえの魔王なんで多分治った時にはもうヒロイン側が離れられなくなってます。っていうのでね、バッドエンドの状況を思い返していただければね、介護されてると言いますかね。そんな状況で、恥ずかしいところとかも全部見られてて、そういった意味でもうお嫁に行けないっていうのもありますし、その上でね、相馬くんってもうほんとずるい男なんで、こんなことは言ってきます。はい。もうあんたは治ったし、
僕から逃げてもいいんだよ。僕、このままだとあんたは一生話せない。話したくもない。でも、あんたにひどいことしたから、どうしてもあんたが離れたいって言うなら、今、僕を拒絶して、一緒にいたいけど、もうあんたの辛そうな顔は見たくないから。あんたと過ごしたこの時間があれば、辛いけど、きっと僕はもう少し生きていける。でも、まだ少しでも僕のことを思ってくれるなら、今度こそ絶対に大事にするからって言われます。ずるい。ね、追い打ちですね。ね。あいつずるいからこういうこと言うんですよ。本当にずるいよね。で、逃げてもいいんだよとか言うけど、逃がす気ないんだわ、こいつ。ね、そういうとこ、好き。ずるいからね、相馬くんね。ちなみに、本当にバッドエンドの相馬くんは、かなり反省してます。本当に自分やっちゃったって思ってるし、ヒロインちゃんもひどい目に遭わせたって自覚もあるし、大切にしたいって思ってます。なんで、最後に彼女に選択肢を渡すわけですね。私、逃げてもいいとか言ってるけど、逃げ場はない。そうです。ね、そんなこと言われてね、逃げられるやつはいないんだ。でしょ？ひどいの。ひどいとかずるいの、彼。ね。こんなこと言ってるけど。そうだな。こんなこと言ってるけど、この状態で拒んだら相馬どうなるかな。でもね、この状態になってるから、相馬くんこれで拒まれたら、さすがに身引く動きするけど、でも、身引かれたら引かれたで、多分ヒロインちゃんがむしろ追いかけたくなっちゃうんだな。ということで逃げ場ないですね。逃げ場なかったです、結局。バッドエンドの相馬くん、けなげで好き。もうバドエンの相馬くんは結構ね、本当に反省してるから、かなりヒロインちゃんのこと気遣うし、けなげですよ。罪悪感あるし。といった感じです。ね、お便りありがとうございました。では、お次も行きましょうか。はい、ちょっとまたスクショ持ってきます。よーしょっと。ということで表示します。ね、いっぱい書いてくださったんですよ。ちょっと隠れちゃってるから、ちょっと上に持ってって、お便りコーナー見えなくてもいいか。いいな、別にな。ここら辺に置いときましょうか。はい、ではですね。ラジオネームおまめさんより。私自身あんまり乙女ゲームもノベルゲームもプレイをしたことがなく、短編のものを1、2、3、すいません、めっちゃ間違えてます。短編のものは2、3回した程度のほとんど初めての状態でサイコカーストへたどり着いていました。そっか、そこでたどり着いたんですね。なかなか最初から、初っ端からハードなところにたどり着いてしまいましたね。
ボリュームがたくさんあって、始まりからのキャラクターとの距離感の変化や、主人公の考え方の変化、また環境の変化等がリアルながらもザ・ヤンデレって感じで、常にいろいろな意味でドキドキしっぱなしでした。泣いてる。大丈夫かな楽しめていただけたならよかったです。ということで、作中のお弁当が本当に美味しそうすぎて深夜に始めたのを後悔していました。一つ質問なのですが、主人公ちゃんが作る料理の中で一番好きなものは何ですかと。まあ、これは相馬くんに対してですね。あと、黒猫ちゃんとのその後が気になってます。全類と選択肢拝見済みですが、どこかで言及されていて見落としていた場合は申し訳ございません。大丈夫です。言及、特にね、猫ちゃんとその後はしてなかったはずです。ね、もしよければ相馬さんでご回答いただけると嬉しいです。とのことです。ありがとうございます。ね、よかったわ。楽しんでもらえてて。そんなしょっぱなというかね、短編に参加した後にサイコカスター結構重かったでしょ。はい。っていうのでね、質問ご回答させていただきましょうか。ね、本当に読みやすく工夫して書いていただいてありがとうございます。で、作中のお弁当についてなんですけど、まず、ね、これ私がね、実際に作ったやつでして、レシピ実は公開しておりまして、ね、1000DL 記念にファンボックスで全体公開しています。っていうのでね、まあ私結構料理はね、センスとノリとで作るんで、分量とかはね、適当だったりするんですけど、まあぜひ作ってみてくださいね。あなたのひらりちゃんの味をね、再現してみてください。でですね、まあ、相馬くんでね、答えてくださいっていただいてるので、まあ相馬くんに答えていただきましょうか。まあまずは、ヒロインちゃんの、主人公ちゃんの作る料理の中で一番好きなものは何ですかですね。ということで、はい、せっかくなんでね、ちょっと、相馬だけにしてきますね。はい。あんたの料理で何が好きか。なんでも。でも、スイーツは特に好きかな。市販のは甘すぎて食べれないんだけど、あんたが作るのは優しい甘さだから。でもなんでも好き。あんたが僕のことを思って作ってくれたならさ。なーに赤くなってんの？かわいい。なんかこいつ好きあらば口説きますね。はい、といった感じで、まあ、甘さ控えめのスイーツが好きです。まあでもまあ作ってくれたなら何でも食べると思います。で、お次。あと、黒猫ちゃんとのその後が気になってます。あいつ？うちにもたまに来るよ。あいつ地域猫だからさ、うちにもよく入り浸ってる。っていうことで、ですね、まあ、相馬くんの家も結構ね、学校から近くにあるっていうことで、まあ、地域猫なんですね、黒猫。なんで、まあ、いろんなとこに徘徊しているというかね、いろんなとこ遊びに来るんですけど、ね、相馬くんの家にもちょくちょく遊びに来てると思います。遊びに来てるとか餌ねだりに来てると思います。っていうのでね、まあ学校内でもね、あんな感じに相馬くん見つけて近づいてくることもあるし、まあ相馬くんの家で触れ合ってることもあるかと思いますって感じかな。です。ごめんなさいね。結構噛んじゃった。まあ、いった感じでございます。お便りありがとうございました。ね、私もちょっと舌が回らなくなってんな。はい。ではですね、最後のお便りですね。ちょっとこれもまたスクショ持ってきます。
これでいけるかな。はい。ではちょっとまた貼り付けます。逃げ道は作らないでください。腕まくり。まあ、結果として逃げ道なんてないですよ。ね、そのままね。赤座もそうですが、どっちも逃げ道なんてね、彼らのどのルート行ってもないよ。用意されてないよというか、心理的にもね、状況的にもね。はい。ということでですね、今回最後のお便りですね。ラジオネームリゼさんより、2つ質問いただいてるんですけど、1、本作では赤座と相馬の直接の絡みはないんですけど、普通に見たいんですよね。あったらどうなっちゃうんですか？やっぱり修羅場。2、楓さんが生き残る世界線で、彼が主人公と出会って仲良くなったら瞬間的にはどうなるんですか？どっちに嫉妬してしまうのでしょうか？してしまうのでしょうかかな？しゅんくんは一応主人公ともお友達前提で。ということで2ついただいております。ありがとうございます。でですね、まあ1つ目。まあ赤座と相馬出会っちゃったらどうなるのは、前回ね、他の方の質問でも回答しましたが、これ初回にやるのはまずいだろうってことで、様子見でボツにしたエンドあるんですよね。まあ一つだけ言うと地獄。もう本当にひどいです。救いなさすぎてね、ヒロインがかわいそうすぎるっていう感じで。あとはですね、もうどれも犯罪ですね。はい。ね、3つぐらいあるんですけど、想定ではね。ゲーム作ってる最中にね、3つぐらい思い浮かんでたんですけど、どれも犯罪かつ、ヒロインちゃんはどうしようもないくらいにかわいそうです。少なくとも年齢制限はある15プラスには上がります。ほんとね、一人でもやばいのにね。この二人がね、嫉妬してしまうとね、もう本当に手がつけられなくなるから。ね、バチバチやり始めたらもう手なんてつけられないからさ。どれも犯罪。どれも犯罪。むしろ犯罪じゃないのないよ。まあね、この二人がバチバチやり始めたら、犯罪に走ります。犯罪に走るか、口には出せないようなことされるか、ひどいね。まあでもね、もうこれも本当にどっかで公開したいなとは思ってるんでね。まあいつになるかはわかりませんがね。まあ想定してるものはあります。とだけ。まあいつか見れる日を楽しみにしててください。では2つ目ですね。楓が生き残る世界線で楓とヒロインが仲良くなるとなんですけど、まあこれに関しては、まあヒロインへの、旬の恋愛感情がどれだけあるかですね。それによるかと思います。ヒロインちゃんはかわいそうで可愛いのがいっぱいチキ。もうね、ヒロインちゃんのね、もともとね、こんな子にしようっていうのがそもそもかわいそう可愛い子ですから。ヤンデレに迫られてかわいそう可愛い子でいくかなとか思いながら作ってましたね。でも本当にね、シュンがどっちに嫉妬するかは、ヒロインちゃんへどれだけ好感度を持ってるかによって変わってくると思うんですけど、まあでもね、ファーストエンカウントでね、初めましての状態で、楓とヒロインちゃんが話してたりとかしてたら、嫉妬するんだったらヒロインに対してでしょうね。楓にベタベタして何この女って感じで。まず嫉妬するならヒロインちゃんに対してだと思います。楓さんが生きてる状態だったらね、まず楓さんに依存してたわけですから、しゅんくんは。なんですけど、もし、後々ね、ヒロインちゃんに恋することになったら、さらっとかっさらおうとすると思います。そういうとこあるから。
まあそれにね、高校で楓さんがね、入院するまで、シュン結構反抗期な状態だったんでね。それも合わせてね、好きになったらなったで楓からヒロインちゃんをかっさらおうとすると思います。やってんな。まあでもですね、その時空だと、まあ、楓さんがいる限りは本編時空ほどはやまないと思います。というのもですね、楓さんがかなりの成人で光属性っていうかね、まあ明るい人って人気者だったし、いい兄だったみたいなことね、チュンも言ってましたが、そういった感じで、まあ楓さんが結構シュンに対してもね、メンタルケアとかしてくれてたんですね。亡くなってしまう前までは。まあ、だからこそそれがなくなってね、シュンがあんだけ歪んでしまったというか、あんだけ病んでしまったわけなんですけど。まあいいお兄ちゃんだったんですよ。っていうので、まあ、楓さんがいるんだったら、まあ、本編ほど病的にはならないかな。病的にならないというかね。まあ、やばい行動には走らないかなって思います。まあ、やばい行動って、まあ、例えばね、絵に関してのね、完成させられないけど、あんたなら完成させれる気がするで、まあ、メリバみたいにね、椅子に縛り付けて着替えさせてみたいなことはやらないと思います。はい。楓さんがいるならね。ね、また本当に楓さんについても出したいですね。ね、楓さんね、また、本当に出したいと思ってるというか、今ここだけの話結構ストーリー考えてたりします。イフのストーリー考えてたりとかします。もし生きてたらってやつ。ね。ちょっと粋な感じで出したいよねとか思ってます。ということでまた楓さんについても見れるかもね。ここではまだ出さないでおくんですけど、楓さんとシュンの絵を描いたことがあって、ライは楓さんの方が美女が好きでした。ごめんシュン。ごめんシュン。ごめんね。ライは楓さんの美女の方が好きだったんだ。ごめん。これは素直に。ちょっと要素的に楓さんの方が刺さっちゃった。というのでまた抱きしたいなーって思います。本当にでもまあ楓さんとシュンってほぼ同じ顔なんですけどね。やったー。ね、また見れるかもね、楓さんについてもね。来的には楓さんのあれこれが結構刺さっちゃったんだ。ねえ、シュンもね、やってんなと思うけど、ちゃんと大事だよ、大事だけどね。でも、ちょっと楓さんもかなりだね。楓さんもかなりだね。ってかね、楓さんもかなり、メロいよ。なんたってね、シュンの今の甘い態度ってあるじゃないですか。まあ、彼のね、甘ったるい感じの喋り方で、あれ、楓さん譲りだからね。間延びした感じの。喋り方完全に楓さん譲りなんですよ。楓さんがああいう喋り方してたから、シュンにも映ってるんだよね。本編でもちょっとだけ出てきましたがね。同じ顔描いてるみたいだった、みたいな。っていうので、
また出したいなーとか思ってます。このね、赤座相馬バチバチ三角関係よりも前に出ると思う。この三角関係やるとしてもちょっと後になるかな。ね、注意喚起新しく書き直さないといけないしね。で、ちょっとね、また粋な感じでどっかで出そうかと思ってます。で、お楽しみにしていてください。まあ、本当に UFO のルートですけどね。で、本編時空では楓さんもお亡くなりになった後だからね。まあ、相馬俊の兄だからね。彼の兄だからなかなかよ。楓さんも。って感じで、はい、ありがとうございました。まあ、今回お答えしていくのは以上かな。ね、たくさんのお便りありがとうございました。ごめんなさいね、今回グダグダな感じになってしまって。次は忘れず、ちゃんと設定しておきます。はい、ではですね。移っていきましょうか。はい、ということですね。まあ本日もね、日がまたぎそうになってるね。こんな時間まで長々とお付き合いいただきありがとうございました。よいしょ。ということですね。はい、お別れの時間となってまいりました。ということで、まあね、名残惜しいですが、エンディングのお時間です。ね、お便りがまたたまり次第次回も行っていきますのでね、どしどしね、お便りお待ちしております。でですね、今ね、お便りがね、ちょっと微妙い感じというか、量的に微妙い感じでございましてね、なんか5通ずつこれまで答えてたんですけど、今来てるのがね、4通なんだよねっていうのでね、次回やるならあと1通来てからって感じにしよっかな。そっちの方がわかりやすいしなとか思っております。のでね、もしよかったらお便りください。ね、お便り5通集まったらやります。で、まあ、アンケート答えていただいた方もマシュマロとかでね、これなーにとかいうの投げていただければね、それもお便り扱いとして加算しますんで。お便りお待ちしておりますって感じかな。でですね、まあ今回もね、終わりがてら宣伝いろいろとさせてもらってから終わってこうかな。ということで、まず一つ目。まあ2月中ね、バーチャルチョコを募集しております。ということでですね、はい、X のですね、サイコカースト公式アカウントにてですね、バーチャルチョコを募集しております。でですね、バーチャルチョコってね、そういうアプリというかサイトというかね、メッセージをウェブ上で投げれるみたいな感じのサイトがあるんですけど、まあそこでね、チョコいただいたキャラから一言公式アカウントで返信が返ってしまって返ってきますっていう感じのやつで、ね、皆様いろいろと書いて送ってくださったりしてるんですけども。まあこれ2月いっぱいやっておりますので、特にね、バレンタインのみとかいう縛りとかないですので、もしよかったら渡してみてください。ちなみに本命チョコでもいいし、ネタチョコでもいいしね。まあ質問とかだったりでも OK だし、っていう感じなんでね。まあね、こいつこういうことされたらどんな反応するんだろうなって感じで送ってもらってもいいし、ねえ、好きですって伝えたら、まあ彼も返してくれると思いますよ。って感じでございます。まあ気になった方はね、概要欄にも載せておりますんで、そちらからバーチャルチョコを投げたりもできます。なんでね、ぜひ参加してみてください。
でですね、まあね、こちらのサイコカーストね、まだまだ公開しておりますのでね、ここまで見てくださった方、さすがにプレイし終わった方だとは思っているんですが、一応、まあこちらブーストノベルゲームコレクションさんでですね、公開しておりますので、まだ遊んでない方はぜひ遊んでみてください。で、これに加えて追加エピですね、本日出たこれですね。まあ、アナザーエピソード01。これは本日公開したばかりなのでね、相馬俊のやつなんですけど、まあこちらエンディング3。バッドエンドですね、相馬の。根腐れの植物人間の時の、花瓶が、ヒロインちゃんに当たんなかった軸当たんなくて、ヒロインちゃんが相馬俊から状況から逃げられちゃった。先のお話なんで、彼もパワーアップして帰ってきてます。っていうので、まあこちらもぜひ遊んでみてください。もし遊んでない方はね。ってな感じですかね。で、あとはですね、まあ真面目な話。なんですけどね、まあこちら、ご支援についてですね。まあサイコカーストではですね、まあ皆様からのご支援を求めておりますと。というのもですね、まあ今後ね、お声をつけたりだとかしたいっていうのでね、資金的に足りないっていうのと、まああとは、時間的にも足りないっていうのと、で、まあ皆様からね、ご協力を仰ぎたいなと思っております。まあそういった面ではね、存分に頼らさせていただこうかと思っております。皆様と一緒にね、サイコカースト育てていきたいというかね、今後も続けていきたいと思っておりますので、まあね、お心ばかりと言いますか、ほんと無理のない範囲でご協力、応援していただけると嬉しいです。ちなみにですね、そういうね、お金というかね、そういった感じのやつじゃなくても、私メッセージいただけるだけですごく喜びますんでね、そういった面でも全然大丈夫ですというか、喜びますっていうのでね、まあモチベーションアップにつながりますっていうので、ぜひ応援よろしくお願いいたしますって感じですね。最高でした。それはね、アナザーエピソードかな？エピ1かなエピ1って呼んでるんだけど、01だから。これだね。というので、まあご支援よろしくお願いします。って感じですかね。ちなみにこれエピ1の方でもご支援あって、そっちだとね、これじゃないや。これ使用例ですね。まあご支援の壁紙を私はこんな感じにね、スマホの壁紙に設定したりして使ってますと。ちなみにこれね、ホーム画面とかに設定すると、一番最初にこの画面だから、ね、誰かに見られた時に恥ずかしくなるとか、ね、なっちゃう可能性あるんですけど、私がやってるのは、ホーム画面は別の画像を設定して、それでスワイプした時に出てくる別の画面にこれを設定してますね。そういうカモフラージュをしてたりしてます。ね、もしこれどうやって使おうって思ってる方、ちょっと試してみてください。この本編の方のご支援だとね、まあ、こんな感じでね、まあ、エンドカードのサンプルこれ透かし入ってるんですけど、サンプルとかついてたりするんでね、どんな感じにスマホに設定したらなるのかなが気になる方は、サンプル一回試しに設定してみてください。基本的にこんな感じでね、セシルのお顔があって、セリフがあって、下にね、私のサインと、まあ、彼の一言セリフが載ってるって感じの内容になっています。一応文字なしバージョンもあるかなって感じですかね。よいしょ。あとは、まあ、新しいエピ1の方にもありまして、ちょっと。表示しますね。エピ1のはこれだな。でっかい。ちっちゃくするね。お。めっちゃはみ出てたわ。というので、はい。これですね。
エピ1の方ではですね、まあ、さっきみたいな本編についてるみたいなエンドカードと、あとは後日談のショートストーリーがあります。ね、1万人超えてるから、まあ、ね、どういう分類すればいいだって思ったところはあるんですけど。ショートストーリー、まあ短編小説がございますと。まあ、エピ1の終わって、なんやかんや、まあ、お話できないようなことが起きて、R18 がつくことが起きて、その後の事後のお話ですね。っていった感じでですね、まあ、R15 プラスの内容で、タイトルがですね、羽をもがれた小鳥っていうね、なかなかのタイトルなんですけど、まあそういった感じの後日談があります。のでね、まあエピ1クリアした方は、ね、ご支援ね、どちらでもいいので、ね、もしよかったら応援していただけると嬉しいです。このショートストーリーも相馬やってんなって思いました。含まれる要素がですね、後日談、事後、溺愛、バックハグ、プロポーズ、終わりはハッピーエンドよりかなーって感じです。はい。まあ、でも R15 プラスといっても本当になかなかな、ね、直接的に、まあ、卑猥な単語は使ってないにしよう。結構ね、内容というか意味がわかる人から見たら想像力をかき立てられてしまうような、まあそんな感じの内容になっておりますね。まあほんとそういったのが大丈夫な方、お読みくださいな。本番描写はありません。ってな感じかな。はい、ありがとうございましたと。でこちらのご支援の方のやつね、結構、お手に取ってくださる方がいらっしゃいまして、何倍だよっていうブーストをしてくださってる方もいらっしゃいまして、とても助かります。ちゃんと帳簿をつけてるんでね。いただいたのちゃんと計算してというかね、記録しておりますので、主にお声かなをつけるための資金とさせていただきます。本当にありがとうございます。っていう感じですかね。はい、真面目な話でした。ね、ごめんなさい。今ちょっと私、すごい口調がふわふわになってる自覚があるわ。ね、ちょっと長めにやってるからね。といった感じで、あと、そうだな。一つだけ。ですね。よいしょ、これにしとこうかな、今。まあね、サイコカースト本編 200DL、200じゃないや、2000DL 突破しました。本当にありがとうございます。ね、まだ公開からね、1ヶ月も経ってないんだよね。ギリ1ヶ月経ってないに当たるのかな。ね、公開したのが、1月15日でして、今2月14日なんで、ね、ギリ1ヶ月経たずに2000DL もしてもらって、マジか。とね、本当にびっくりしてるんですけど、いや、処女作ですよ。いいんですかって思いながらも。てか大丈夫なんですかって思いながら。ね、おめでとうございます。ありがとうございます。思ってるんですが、まあいろんな方がね、沼に落ちてくださっているっていうのを見て私に焼けております。てかまあ良かったって思います。良かったというかね。私と同じようなものを好きでいてくれる人がいるんだってすごく嬉しかったです。っていうのでね、まあまた 2000DL の記念とかも書こうかなとか思ってます。2000DL の記念絵がこれだったけど、これじゃないな。これだったけど、ね、次の 2000DL の記念何にしようかなとか思ってます。でですね、あとはですね、サイコカーストの LINE スタンプを作りたいと思っておりまして。でですね、まあ、現在進行形で作ってるんですが、まあ、大体どんな感じになるのかと言いますと、
いしょ。ちょっと画面わかりやすいのがいいな。これでいいか。白いしな。はい。ね、どんなのになるかと言いますと、オートスライド消しといて、バレンタインというか DL のも消しといて、ね。今赤座の書いてんだけど、こんな感じになりまーす。ね、偉いね。上から目線ですね。ね、こんな感じのラインスタンプになる予定でございます。ね、今白背負ってるけど白ないからね、実際はね。実際にラインスタンプになるときはこれ背景ないです。ね、こんな感じの絵柄でラインスタンプ作っておりますと。ね、こういうのをね、今ね、頑張って描いてるって感じですかね。まあ、あとはね、いくつか描いてるんだけど、ね、これ赤座のね、性の姿というか、まあ、表向きの姿だよね。輝く王子の姿。んだけど、まあ、こんな感じの、まあね、使いやすいかは置いといて、まあ、使う機会のありそうなやつもあれば、こういうのもあるよ。わからないね、こういうのとかも。ね。でせっかくヤンデレの乙女ゲームのね、ラインスタンプなんだからって思って、闇の姿もありますって感じです。偉いね、いただきました。天に召されてしまったか。まあ、こんな感じのラインスタンプになる予定です。というのを今せっせと作っておりますって感じです。せっかくだから偉いねも表示しとこうか。よいしょ、偉いね。てな感じのね、やつを作ってます。のでまあ楽しみにお待ちください。ね、これ全キャラあります。なんでね、ここに出てるね、まあ、相馬もいますし、まあ、赤座もまあ出てますし、みつきちゃんもいますし、プラスアルファみたいな感じでございます。で、まあ今せっせと作っております。お楽しみにって感じですね、これに関しては。この落差すごいな。偉いねとわからないの落差ね。怖いわ。ね、ここら辺でね、ちょっと面白いねって話をしようかな。こんな時間だけど。ね、これね、赤座くんね、今こんな感じのね、まあ、色ちゃんと塗ったらこんな感じになるんですけど、ベタ塗りの状態だと全然印象違うのよっていうのも。ね、せっかくだからお話ししようか。ね、赤座くん、ベタ塗りの状態だとめっちゃ印象違うの。こうなの。ね。赤座くん、ベタだとこんな感じなんですよ。ハイライト入れてないのね。光入れてないから、まだ塗る前だからっていうので、あるんですけど、赤座くんね、なんか茶髪っぽく見えるけど、実は黒髪なの。ね、赤みがかってる感じになるだけで、赤座くんって髪色実はこんな感じで結構黒いのよね。でも結構印象違うんだよなっていうのを。せっかくね、書いてる途中のやつ、あるしっていうので、面白いよねって話です。ね、もしお絵描きする方はちょっと参考にしてみてください。ね、赤座のね、髪のね、ハイライトとか全部なくして地の色だとこれなんですよ。っていう、相馬もね、結構印象変わったりします。
てな感じかな。まあ、お楽しみにしていてください。ということで、ね、さすがにそろそろ終わっていきましょうか。はい、長々とね、お付き合いいただきありがとうございました。まあ、本日の再開ラジオ、まあ、第2回はこのような感じで終わっていきたいと思います。ね、今回ね、結構グダグダしちゃったところとかもありましたが、こんな時間までお付き合いいただきありがとうございます。こちらのね、再開ラジオアーカイブ残りますので、ね、もしよかったらね、また、後日、まあ、見れてなかった部分とか見に来ていただけたら嬉しいです。ね、はい。ね、もしよかったらですね、チャンネル登録やら、まあ、こちらの動画の高評価やら、よろしくお願いいたします。で、これまでね、サイコカースト関連で上げてる動画とかもプレイリストにまとめたりしてるんで、もし他に気になったものがあったら飛んで見てみてください。特にね、この、エピ1？ね、新しく出たやつもね、私がただただ朗読しながら遊んでいくみたいな感じの動画も出してたりとかするんで、ね、気になったらね、そちらも見てみてください。遊んだ後に来てもいいし、まあ、ここで見るんだって感じで見ていただいてもいいかと思います。一本道なんで。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。もうほんとこんな時間までありがとうございます。ということで、私からのお話は以上かなーって感じです。まあ、次回はお便りがあと一つですね。次次第行いたいと思いますのでね、まあ、もし次も早く来いって思うんだったら何かお便り投げてくださると嬉しいです。アンケート答えた方は、まあ、マシュマロとか投げてください。といった感じで、お疲れ様でした。ね、またお会いしましょう。ということで、はい、パーソナリティは、ね、ヤンデレ大好き、ライさんでした。はい、皆様、いい夢見てください。おやすみなさい。生徒の皆さん、下校の時刻が近づいてきました。まだ校舎に残っている生徒は、荷物を片付けて下校してください。繰り返します。生徒の皆さん、下校の時刻が近づいてきました。まだ校舎に残っている生徒は、荷物を片付けて